のささやきの朗読やこの話は俺が20代の頃に実家に戻った時の話だ。今でも夜中に鈴の音を聞くとあの村を思い出す。山奥にある小さな集落だった。当時祖父の体調が悪いと母親から連絡があって、俺は数年ぶりに帰省した。正直帰りたくなかった。あの村は昔から妙に閉鎖的で、子供の頃から空気が苦手だったんだ。特に村外れの神社。あそこだけは絶対に近づくな。そう言われて育った。山へ続く石段の途中にある古い神社で、昼間でも薄暗く、地元の人間ですら夜は絶対に近寄らなかった。実家に着いた日の夜だった。夜中、物音で目が覚めた。ギシッ、ギシッと廊下を歩く音だった。襖を少し開けると、祖父が盆を持って歩いていた。白飯、味噌汁、生卵、それに酒。妙に質素な食事だった。祖父はそれを持ったまま外へ出ていく。気になって俺はこっそり後を追った。祖父は懐中電灯も持たず、暗い山道をゆっくりと歩いていく。やがてたどり着いたのはあの神社だった。鳥居は古く、縄は黒ずみ、石段には苔がびっしり生えている。境内には誰もいない。なのに本殿だけがぼんやりと明るかった。祖父は拝殿の前に盆を置くと深く頭を下げた。今年もどうか。かすれた声だった。うちからは連れて行かないでください。その言葉を聞いた瞬間、嫌な寒気がした。次の瞬間だった。ズッと本殿の奥から音がしたんだ。何かをすするような音だった。祖父は顔を上げない。俺は思わず本殿の隙間を覗き込んだ。暗くてよく見えない。だが確かに何かいた。床の奥、暗闇の中で何本もの白い指みたいなものがうごめいていた。その瞬間、カラン。突然、鈴が鳴った。風なんか吹いていない。なのに、拝殿の鈴が勝手に揺れていた。祖父が顔を上げる。血の気の引いた顔だった。見るな。怒鳴り声だった。その直後、本殿の奥で、ぐちゃっと湿った音がした。俺は反射的に後ずさった。祖父は慌てて俺を引っ張り、そのまま神社を離れた。帰り道、祖父は一言も喋らなかった。ただ、何度も後ろを気にしていた。家に戻った後、俺は母親に聞いた。あの神社、何なんだよ。すると母さんは露骨に顔色を変えた。責めるような声だった。ねえ、夜の神社に行ったの？もう近づいちゃダメだよ。それだけ言って話を終わらせてしまった。
翌日、村の老人に呼び止められた。酒屋の前でタバコを吸っていたじいさんだった。俺を見るなり小さい声で言った。お前、本殿を見たな。心臓が跳ねた。老人は周囲を気にしながら声を潜める。あそこにはな、上神がいる。昔この村では飢饉が続き、多くの人が死んだらしい。その時山から何かが降りてきた。最初は家畜、次に子供、最後には大人まで消えるようになった。そこで村人たちは山の神を神社へ祀り、毎晩供え物をするようになった。飯を切らした家から消えるんだ。老人は真顔でそう言った。もちろん俺は信じなかった。そんなのただの迷信だと思った。だが、その夜だった。俺はまた物音で目を覚ました。ギシ、ギシ。廊下を歩く音。だが、今日は違った。音が外から近づいてくる。濡れた足音だった。俺は息を止める。次の瞬間、コン。玄関が叩かれた。続いて、コン、コン。ゆっくり、一定の間隔で。母さんも起きていたらしく、今から小さくすすり泣く声が聞こえてくる。祖父は玄関の前に立ったまま震えていた。その時だった。外からかすれた声が聞こえた。それは若い女の声だった。背筋が凍る。すると祖父が震える声で言った。返事をするなよ。次の瞬間、玄関の向こうで、ぐちゃと何かを噛む音がした。そして、ズッ、ズッとする音が聞こえた。玄関のすぐ向こうで。俺は恐怖で動けなかった。すると突然、叩く音が止んだ。静寂。数秒後、ジャリ、ジャリ、と、砂利を踏む音が遠ざかっていった。祖父はその場に崩れ落ちた。その時俺は気づいてしまった。祖父の足元、泥だらけだった。しかも泥の中に赤黒いものが混ざっていた。それは血だったんだ。翌朝、祖父が消えていた。家にも神社にもいなかった。だが神社の拝殿だけは妙だったんだ。昨夜置かれていたはずの盆がきれいに空になっていた。白飯は一粒も残っていない。味噌汁も空だった。まるで誰かがきれいに食べたみたいに。その時だった。母さんが拝殿を見ながら小さくつぶやいた。ああ、とうとう代わりがいるんだ。その瞬間、本殿の奥からカランと鈴が鳴った。祖父が消えた朝、村の人間たちは妙なほど静かだった。誰も驚いていない。山で老人が行方不明になったなら、本来なら大騒ぎになるはずだった。なのに、母さんも近所の連中もどこか分かっていたみたいな顔をしていたんだ。
特に気味が悪かったのは、誰も祖父を探そうとはしないことだった。俺は我慢できず、母さんに怒鳴った。何なんだよ、この村。すると母さんは疲れ切った顔で言った。騒ぐな。それだけだった。昔からこうしてきたんだから。その言葉を聞いた瞬間、本気で気持ち悪くなった。祖父が消えたんだぞ。なのに、昔からそうだからって済ませるのか。その日の昼、俺は村を出ようとした。もう無理だった。こんな場所にいたら、次は自分がどうなるかわからない。車へ向かう途中、昨日の老人が俺を呼び止めた。かなり焦った顔だった。逃げても無駄だ。そう言うと老人は、俺を神社の裏手へと連れて行った。本殿の裏には小さな祠が並んでいた。その奥には古びた蔵があった。老人は鍵を開け、中から古い帳面を持ってきた。かなり古い感じの帳面だった。開いた瞬間、背筋が冷えた。名前が並んでいる。年齢、日付、その横に書かれていた文字。奉納、返し、代わり。意味はすぐに分かった。この村で捧げられた人間の記録だったんだ。子供、旅人、嫁、行商人。そして最後のページには祖父の名前が書かれていたんだ。その横にはまだ墨が新しい文字で、次は孫、そう書かれていた。俺は思わず帳面を落とした。すると老人は暗い顔のまま言った。お前のおじいさんはずっと止めようとしていたんだ。毎晩供え物を続けることで上髪を満たそうとしていたらしい。だがもう限界だった。供えだけでは足りなくなっていた。本当はお前を村へ戻したくなかったんだ。老人のその言葉で全部つながった。祖父が俺を見て言った。間に合ったかという言葉。あれは逃げきれなかったっていう意味だったんだ。その瞬間背後でカランと鈴が鳴った。振り返る。誰もいない本殿の鈴がゆっくりと揺れていた。風なんかなかった。なのに老人の顔色が変わる。まずい。次の瞬間だった。境内の奥からズズズと何かをする音が聞こえてきた。近い。本殿の中からだった。老人は怯えた顔で後ずさった。今日は早すぎる。その言葉と同時に本殿の戸がゆっくりと開いた。ギギー。暗闇の奥、何かがいた。だが姿はよく見えない。異様に長い白い指だけが見えた。それが畳をカサカサと這っている。しかも一本じゃない。何本も何本も。老人は震えながら俺を見た。
早く逃げろ。その瞬間、老人の体が後ろへ引っ張られた。絶叫。本殿の奥へと一瞬で消えた。畳の上に血だけが飛び散った。俺は叫びながら走った。石段を転がるように駆け下りた。だが途中で村人たちが立っていた。全員無言だった。逃げようとした瞬間、後ろから押さえつけられた。村の連中だった。話してくれ。暴れる。だが人数が多すぎた。村人たちは泣きそうな顔で俺を抑え込みながら言った。仕方ないんだ。これ以上村の人間は出せない。その中に母さんもいた。俺は叫んだ。母さん、なんでだよ。すると母さんは涙を流しながら言った。あんた一人で住むなら安いもんなの。本気だった。母さんは本気でそう思っていた。その瞬間、頭が真っ白になった。気づけば俺は縛られ、そのまま神社へと連れて行かれていた。夜だった。境内には村人たちが集まっている。全員うつむいている。まるで儀式だった。拝殿の前には白飯と酒が並べられている。その奥、本殿の暗闇からズズとすする音が聞こえていた。村人たちは一斉に頭を下げる。お願いします。今年だけは。気持ち悪かった。全員自分だけ助かりたいんだ。その瞬間だった。本殿の奥から白い手が這い出してきた。異様に長い指。しかも人間の手じゃない。指の数が多すぎるんだ。それが何本も何十本もカサカサと畳を這いながら俺の足へと伸びてくる。絶叫した。だが村人たちは誰も助けなかった。それどころか俺を押さえつけた。母さんが泣きながら叫んだ。ごめんね。次の瞬間、無数の手が一斉に俺を掴んだ。冷たかった。腐った肉みたいな匂いがした。俺はそのまま本殿の暗闇へと引きずられていった。そして最後に見えたのは涙を流しながら拝み続ける母さんの顔だった。数年後、廃村になったあの集落へ心霊配信者たちが入ったらしい。動画は途中まで普通だった。荒れた神社を探索して騒いでいるだけの内容だった。だが最後だけがおかしかった。配信者の一人が本殿の奥へとカメラを向けた瞬間だった。画面の奥、暗闇の中で誰かが正座していた。それは白装束を着た男だった。やつれた顔でずっと本殿へ向かって頭を下げている。その前には白飯と味噌汁。そして動画の最後、カメラが近づいた瞬間、その男がゆっくりと振り向いた。目の下が真っ黒に落ちくぼんでいた。そしてかすれた声でこう言った。
今年も、どうか。その直後、画面の奥から無数の白い手が伸びてきて、そこで配信は途切れた。そして配信者たちは、その後全員行方不明になったらしい。あの映像は公開されなかった。正確には公開できなかった。編集段階でスタッフが一人消え、データ管理をしていた人間が錯乱状態になった。そして最終的には企画自体が潰れた。そして残ったのは未編集の映像データと取材メモだけ。これはその時の話だ。その当時俺は小さい映像制作会社で働いていた。心霊系や都市伝説系の動画を扱うよくあるネット配信向けの制作会社だ。再生数のためなら何でもやる。そんな空気だった。問題の企画が持ち上がったのは梅雨の終わり頃だった。ディレクターの真鍋が嬉しそうに資料を持ってきた。やばい場所見つけたぞ。机に置かれたのは一枚の航空写真だった。山、深い森。その一角だけ不自然に四角く切り開かれている。赤文字でこう書かれていた。立ち入り禁止区域 E の7。何ですかこれ。俺が聞くと真鍋は笑った。元ダム建設地。計画途中で中止。理由は不明。だが工事関係者の失踪が相次ぎ封鎖されたらしい。しかもネット上では妙な噂まであった。夜中、子供の声が聞こえる。監視カメラに女が映る。作業員が突然いなくなる。人数が合わなくなる。真鍋は完全に乗り気だった。これ絶対バズるだろう。俺はあんまり気が進まなかった。こういう変に具体的な噂がある場所は本当に嫌なことが起きる。だが俺は結局断れなかった。取材メンバーは4人。ディレクターの真鍋、カメラ担当の須藤、音声の小野寺、そして俺。現地に向かったのは7月中旬だった。E7 区域は山奥にあった。県道を外れ、さらに工事用道路を進んだ先、途中からガードレールすらなくなる。霧が濃かった。昼なのに視界が白い。須藤が窓の外を見ながら言った。なんか嫌だな、ここ。真鍋は笑う。今さらビビんなよ。だが、俺も同じだった。空気が重い。山が妙に静かだった。虫の声がしない。風もない。ただ、時々どこからか水の流れる音だけが聞こえてくる。やがてフェンスが見えた。巨大だった。工事用の高い金網。赤い警告板。E7 区域。関係者以外立ち入り禁止。そしてその下には色あせた紙が何枚も貼られていた。ほとんど読めない。だが、一枚だけかろうじて文字が残っていた。夜間作業禁止。
理由は書かれていない。真鍋がフェンスを揺らす。鍵は壊れていた。お、入れんじゃん。嫌な音を立てながらフェンスが開く。その瞬間だった。風が吹いた。さっきまでは無風だったのに。冷たい風。まるでフェンスの向こうから流れてきたみたいだった。中は広大な工事跡地だった。途中で放棄されたままなのが一目でわかる。重機は放置、ブルーシートはボロボロ。コンクリートの土台だけが雨に濡れて黒ずんでいる。山肌には巨大な穴が開いていた。その周囲に監視カメラが大量に残されている。鉄柱の上、仮設小屋の屋根、ありえない数だった。小野寺がつぶやく。監視カメラ多すぎじゃない？確かに異常だった。しかも全部山側を向いている。工事現場じゃない。まるで山の奥を監視しているみたいだった。真鍋は嬉しそうにカメラを回している。いいね。雰囲気あるわ。だがその時、須藤が声を上げた。おい！全員振り返る。須藤は一台の監視モニターを指さしていた。仮設小屋の中、電源は落ちているはずなのに、一つだけ画面がついていた。ノイズ混じりの白黒映像。映っていたのは工事現場の通路。そしてその奥に女が立っていた。白い服、長い髪、裸足。うつむいていて顔は見えない。空気が止まる。すると真鍋が笑った。うわ、できすぎだろ。だが誰も笑えなかった。おかしいんだ。モニターに電源コードはつながっていない。しかも次の瞬間、映像の女が少しだけ前へ出た。プツッと画面が消えた。誰も喋らない。すると小野寺がかすれた声で言った。今、動いたよな。その時だった。遠くで子供の声が聞こえた。歌だった。かすかに山の奥から、かごめ、かごめ。全員が凍りつく。霧の向こう、山肌に開いた巨大なトンネルの奥が真っ暗に口を開けていた。そしてその入り口の付近に小さな人影が何人も立っていた。霧の向こう、トンネルの入り口の前に小さな人影が並んでいる。それは子供だった。5人、いや、もっといる。全員こっちを見ている。距離があるせいで顔はわからない。だが異様だった。誰も動かない。真鍋が小さく笑った。仕込みじゃないよな。誰も答えなかった。須藤がカメラを向ける。ズーム。その瞬間だった。ノイズ、画面が乱れる。すると子供たちの姿が消えた。霧だけになっている。は？須藤が肉眼で前を見る。だがやはり誰もいない。小野寺がかすれた声を漏らした。今いたよな。俺も見ていた。
確かにいた。なのに消えたんだ。真鍋だけが無理に笑っている。まあいいや、進もうぜ。そう言ってトンネルに向かう。俺は嫌だった。本能的にこれ以上は行くな、そう思っていた。だが仕事だ。結局全員で進むことになった。トンネルの中は異様に寒かった。外より明らかに気温が低い。ライトを向けると壁一面に黒いシミが広がっている。水じゃない、手形だった。小さい子供の手。無数だった。壁を這うみたいに奥まで続いている。すると小野寺が震えた声で言う。なんだよこれ。誰も答えない。奥へ進むほど空気が重くなる。妙な匂いもした。湿った土の匂い、古い水の匂い、それに混じって腐ったような匂いもした。須藤が顔をしかめた。死体みたいな匂いしない？冗談に聞こえなかった。その時、後ろで足音がした。ペチャ、ペチャ、と、裸足みたいな音。全員が振り返る。誰もいない。だが、トンネル入り口の暗闇に、一瞬だけ白い服が見えた。女だった。だが、すぐ消えた。真鍋が舌打ちをする。おい、マジで誰かいるだろ。返事はない。代わりに、奥からまた歌が聞こえた。かごめ、かごめ。今度は近い。子供の声が何十人分も重なっていた。その夜、俺たちは現場近くのプレハブ宿舎へ泊まることになった。元作業員用らしい。電気は通っている。だが、妙に古かった。廊下の壁には監視カメラが並んでいる。しかも全部、室内ではなく、外を映していた。山、フェンス、トンネルの入り口。まるで何かを警戒しているみたいだった。夕食を食いながら、真鍋が資料を広げる。地元で集めた古い新聞記事だった。例の場所、昔村があったらしい。飢饉の時代、その村では間引きが行われていた。食いぶちを減らすため、子供を山へ捨てていたらしい。そして、捨てられた子供たちは二度と戻らなかった。はずだった。真鍋が記事を指さす。でもな、変な証言があるんだ。夜になると、山から子供たちが降りてくる。窓の外へ立つ。家を覗く。そして歌うらしいんだ。かごめ、かごめ。と。小野寺が露骨に嫌そうな顔をした。もうやめません？真鍋は笑う。今更？だがその時、須藤が急に黙った。様子がおかしい。モニターを見ている。真っ青な顔だった。おい！全員そっちを見る。監視カメラの映像。宿舎の外が映っている。なんとそこには女が立っていた。白い服、裸足、長い髪、そしてうつむいている。
昼間にモニターに映っていた女だった。しかも昼より近かった。宿舎のすぐ前にいる。空気が凍った。次の瞬間、女の顔がゆっくりと上がった。だがノイズが走り、顔だけ見えない。ブツッと映像が切れた。その瞬間だった。玄関をコンコンと叩く音がした。誰も動けない。そしてもう一回。コンコン。静かだった。子供みたいな小さい叩き方。真鍋が無理に笑った。スタッフのいたずらだろ。そう言って立ち上がる。止める暇もなかった。真鍋が玄関へと向かった。鍵を開け、扉を開く。だが、外には誰もいなかった。でも足元に小さな泥の足跡だけが並んでいたんだ。裸足だった。しかも一つだけではない。大量にあった。子供の足跡が宿舎の中まで続いている。真鍋の顔から笑みが消えた。深夜2時、異変が起きた。須藤が突然叫び出した。俺たちは飛び起きる。すると須藤は廊下で壁に向かっていた。震えている。いる。何が？壁ん中。意味がわからなかった。だが次の瞬間、俺たちも聞いた。ミシ。壁の向こう、何かが歩いている。小さい足音。それが宿舎の壁の中をぐるぐる歩き回っていた。子供の足音だった。ペタ、ペタ。しかも数が増えていくんだ。廊下、天井、床下、四方から聞こえる。小野寺が半泣きで叫んだ。なんなんだよこれ。その時、宿舎中の監視モニターが一斉についた。全部同じ映像だった。暗い廊下、その奥から子供たちが歩いてくる。泥だらけ、全員うつむいている。そして一番後ろ、白い女が立っていた。ゆっくり顔を上げる。そこで初めて見えた。顔がなかったんだ。真っ黒だった。ノイズみたいに潰れている。次の瞬間、モニター越しの女が喋ったんだ。やっと出られる。同時に宿舎の照明が全部落ちた。悲鳴、物音、誰かが走る音。暗闇の中で小さい手が足へと触れた。冷たい、泥だらけ。その瞬間、須藤が叫んだ。人数が違う。懐中電灯が揺れる。照らされた廊下。そこにいたのは、俺たち4人ではなかった。5人いた。知らない子供が1人混じっていたんだ。うつむいたまま、裸足で。その瞬間、小野寺が消えた。本当に一瞬だった。目を離した瞬間にいなくなっていた。ただ床だけが濡れていた。泥水みたいに。俺たちはパニックになった。真鍋が叫ぶ。逃げろ。全員外へと飛び出した。霧の中を走る。だが、どこへ行っても
トンネルに戻ってしまうんだ。道がおかしい。霧の向こう、無数の子供たちが立っていた。増えているんだ。そして歌声も聞こえてきた。かごめ、かごめ。その中央、白い女が立っていた。もう目の前だった。顔の黒いまま、口だけが動く。ねえ。その声は妙に近かった。まるですぐそばで囁かれているみたいに。まだ入れるよね。次の瞬間、背後で巨大な音がした。振り返る。封鎖されていたはずのトンネルがゆっくりと開いていた。そして真っ暗な奥から大量の足音が聞こえてきた。子供だけではない。もっと大きくて、もっと重い。何かが出てこようとしていた。そして後日、現場でカメラだけが発見された。映像の最後、逃げる俺たちの後ろを泥だらけの子供たちが無言で歩いている。そして録音された最後の音声。女の声、すぐ耳元でこう囁いていた。次はどこに行こうか。と。これは3年前の夏の話です。今でもたまに思い出します。いや、正確には思い出してしまうっていう感じかもしれません。当時大学時代の友人たちと5人、いや4人で山奥のキャンプ場に行ったんです。今でもそこが一番気持ち悪いんですよ。最初、何人だったかがちゃんと思い出せないんです。その日は8月の終わりで、昼間はまだ暑かったんですけど、山に入ると急に空気が変わりました。湿っているというか、妙に冷たい風が吹いていて。運転していた拓也が、うわぁ、この辺めっちゃ雰囲気あんなぁ。って笑っていたのを覚えています。メンバーは俺、拓也、ケンジ、ナナ、ミホだったかな。いや、違う。確かミホは来ていなかった気もする。でも写真には写っているんです。そこも未だによくわからない。キャンプ場はかなり古い場所でした。山道を30分くらい走った先にある小さな湖のそば。ネットで見つけた格安キャンプ場で口コミもほとんどなかったんです。管理棟には60代くらいの男が一人いて、受付の時、俺たちの顔をじーっと見てきました。その視線が妙に嫌だったのを覚えています。そして拓也が、今日、他に客いますかって聞くと、管理人は少し間を空けてから、いや、とだけ答えました。その後俺たちの後ろを見ながら、奥の林には入るなよ、って言ったんです。拓也は笑って、熊ですかって返していましたけど、管理人は何も答えませんでした。サイトは湖のすぐ近くでした。木が多くて夕方になると急に暗くなる。電波もほとんど入らなくて、スマホは時々圏外になりました。でも逆に、それがちょっと楽しかったんですよ。焚き火をして、酒を飲んで、大学時代の話をして。拓也はずっとふざけているし、ケンジは相変わらず静かだし、
ナナは、ここなんか嫌じゃないって何回も言っていました。その時は、怖がりだなぁ、くらいにしか思っていませんでした。夜の10時くらいだったと思います。俺、トイレ行ったんですよ。湖沿いの細い道を少し歩いた先にある古いトイレ。街灯も少なくてかなり暗かった。で、戻ってくる途中、ふと自分たちのサイトを見たときに違和感があったんです。テント多くないかって。俺たちは4人用テント1つとソロテント2つを張っていました。だから見えているはずなのは3つなんです。なのにその時一瞬だけ4つに見えたんですよ。暗闇の奥にカーキ色の古いテントが。軍隊で使うみたいな三角の古いやつ。でも瞬きをしたら見えなくなっていました。その時は酒のせいかと思ったんですよ。普通に。サイトに戻ると、拓也が笑いながら、おっせえよって缶ビールを投げてきました。俺はそのまま、なあ、この辺りって他にも客いる？そう聞いたんです。するとケンジが、いないって言われたろ？って即答しました。でも俺はなんとなく気になって、さっき向こうにテント見えた気がしてさ、って言ったんです。その瞬間ナナの顔が少しこわばったんですよ。どんな？って聞かれて、古い群幕みたいなやつ。って答えたら、ナナは黙りました。拓也は笑って、見間違いだろ、酔ってんじゃん？って言ってたんですけど、ナナだけは暗い林の方をずっと見ていました。それからしばらくして、焚き火の火が弱くなってきた頃、ナナが急に言ったんです。ねえ。その声が妙に真剣で、全員そっちを見ました。ナナは少し黙った後、私たちって最初何人で来たっけ？って言ったんです。一瞬全員固まりました。そして拓也が、は？ 4 人だろ？って笑ったんですけど、なぜか俺はその時すぐ答えられなかったんですよ。本当に4人だったっけって。そんな変な感覚があった。その時です。林の奥からジジって音が聞こえたんです。古いラジオみたいなノイズ音。全員そっちを見ました。暗闇の中、木々の隙間にあのカーキ色のテントが見えていたんです。しかも今度ははっきりと。さっきよりも近い。入り口が少しだけ開いていて、その奥に誰かがいた気がしました。林の奥にあった群幕は、焚き火の明かりが揺れるたびに、少しずつ形を変えて見えました。風なんてほとんどないのに、布だけがかすかに動いている。入り口は半分開いていて、中は真っ暗でした。誰かいる。全員、多分同じことを思っていたと思います。でも、誰も口にしませんでした。最初に動いたのは拓也でした。もう、ビビらせんなよ。そう笑いながら立ち上がって、スマホのライトを向ける。他の客だろ？こんな山奥なら普通にいるって。そう言って群幕の方へ数歩近づいた時でした。後ろからナナがかなり強い声で言ったんです。行かないで。あんな言い方、初めて聞きました。ナナは焚き火の前で震えながら、あれ、
最初からいた気がする。って小さく言ったんです。その瞬間、空気が変わった。ケンジが急に舌打ちをして、もう寝ようぜって言いました。でもその声は明らかに焦っていたんです。結局その夜は全員ほとんど眠れませんでした。それは誰かが外を歩く音がしていたからです。ザッ、ザッって落ち葉を踏む音。テントの周りをずっと。時々止まってはまた歩き出す。拓也は最初、動物だろとか言っていました。でも朝方には誰も喋らなくなっていました。音が近すぎたんですよ。まるで人間みたいに。そして翌朝、ほとんど寝てないまま外へ出ると空気が異様に重かった。曇っていて湖には霧が出ていました。俺、真っ先に林の方を見たんですよ。でも群幕はそこにはありませんでした。湿った地面があるだけ。でも、テントを張っていた跡だけは残っていたんです。円形に草が潰れていて、ペグを打ったみたいな穴まである。拓也はそれを見て、誰かいたんだろって言いました。でも声に昨日みたいな余裕はなかった。朝飯の時、ナナが急に、写真見せてって言い出しました。昨日撮った写真です。焚き火を囲んで撮ったやつ。何気なくスマホを覗いた瞬間、背中が冷たくなりました。そこの端に人が映っていたんです。知らない男。カーキ色の服を着た痩せた男。こっちを見て立っている。全員しばらくは無言でした。拓也が笑おうとして、誰これって言ったんですけど、声が引きつっていました。で、その時、ケンジがボソッと、最初からいたじゃんって言ったんです。空気が止まりました。俺たち全員、その言葉を否定できなかった。確かに、いた気がしたんです。でも名前がわからない。どこで合流したのかも思い出せない。ナナが泣きそうな顔で、違うよってつぶやきました。一人増えたんじゃない。その時焚き火の灰が風で舞ったんです。ナナは震えながら続けました。一人減ってるの。その言葉を聞いた瞬間、頭の奥で何かがずれました。俺、思い出したんですよ。最初車2台で来た。5人だった。でも誰がいないのかがわからない。顔も名前も何も思い出せない。なのに全員、その事実だけを理解してしまった。ケンジが急に立ち上がりました。だから来るなって言ったんだよ。怒鳴るみたいに。でも俺たち、誰に言っているのかわからなかった。ケンジ自身も混乱しているみたいでした。あいつ、ずっと探してるんだよ。そう言った後、急に黙った。まるで自分が何を喋っているのかわからなくなったみたいに。耐えきれなくなって俺たちは撤収を始めました。誰も群幕の話をしなかった。早く帰りたかった。でも片付けの途中でナナが急に動きを止めたんです。湖を見てた。その顔が真っ青だった。ねえ。俺たちも湖を見ました。
水面に俺たちの姿が映っている。曇り空の下、ぼんやりと。そこまでは普通でした。でも映っている人数が一人多かった。俺たちの後ろにカーキ色の服を着た誰かが立っていたんです。その瞬間、湖面のそいつだけがゆっくりと首を傾けました。現実の後ろには誰もいないのに。俺たちは逃げるように車を出しました。その帰り道、誰も喋りませんでした。で、山を降りた頃、拓也が突然、なあって言ったんです。バックミラーを見ながら、さっきから後ろの車、ずっといるよな。俺も振り返りました。白い軽トラでした。山道に入った頃からずっと後ろを走っている。距離も変わらない。そして運転席にいたのはカーキ色の服を着た男でした。そいつ、窓越しにずっと笑っていたんです。今でも時々思います。あの日本当は誰がいなくなったのか。そして誰が代わりに来たのか。その日俺たちはもう何年も前に廃校となったとある小学校に来ていた。ここまで来る途中、山道はやけに長く感じられて、途中からは対向車どころか人の気配すらなくなっていた。ナビもまともに機能しなくなって、工藤が、あれ、この辺りのはずなんだけどなぁ、と何度も同じようなことを言いながら、車を走らせていたのを覚えている。舗装はされているはずなのに、ところどころ道は荒れていて、タイヤが小さく跳ねるたびに、車内に微妙な沈黙が生まれる。その沈黙を埋めるように、工藤だけがやけに楽しそうに喋り続けていた。いや、でも絶対あるって。こういうところに限ってさ。だから何がだよ。運転席の遠藤が前を見たままめんどくさそうに返す。廃校だぞ。しかも山ん中。何もない方がおかしいだろ。いや、普通は何もねえよ。俺は後部座席でそのやりとりを聞きながら、ぼんやりと窓の外を見ていた。昼間のはずなのに、木が覆いかぶさるみたいに道の上に伸びていて、ところどころ日差しが遮られているせいで、妙に薄暗い区間が続いていた。そのせいか、時間の感覚が少しだけ狂っているような、そんな気がしていた。ほら、あれじゃね？するとしばらくして、工藤が前方を指さした。木々の隙間から白くくすんだ建物が見える。近づくにつれてそれは2階建ての校舎だと分かった。マジであんのかよ。遠藤が小さくつぶやきながら車をゆっくりと止める。エンジンを切るとさっきまで気にならなかった外の静けさが一気に入り込んできた。昼間のはずなのにやけに音が少ない。風は吹いているのに葉の擦れる音がどこか遠くに感じる。着いたな。工藤が嬉しそうにドアを開けた。そのまま俺たちも外に出ると、思っていたよりも空気が冷たかった。山の上だからかもしれないけど、それにしても妙に肌にまとわりつく感じがする。俺も外に出て、改めて校舎を見上げた。窓ガラスはほとんど割れていて、黒く口を開けた教室の中がそのまま外から見えている。校庭は草が伸び放題で、昔ここで子供が遊んでいたとは思えないほど荒れ果てていた。で、何すんだよ。
遠藤が車のドアにもたれながら言う。その顔は明らかに乗り気ではなかった。決まってんだろ。工藤が振り返っていつもの調子で笑った。七不思議だよ。やっぱりそれか、と俺は内心で思った。こういう場所に来ると、こいつは毎回同じことを言い出す。この学校さ、七不思議があるらしいんだよ。ただのじゃなくて、当たり付きのやつ。当たりってなんだよ。俺が聞くと、工藤は少しだけ声を落とした。7個のうち、一つだけヤバいやつが混ざってるんだってよ。引いたら戻れなくなるとか、入れ替わるとか、まあいろいろ。軽く言っているけれど、内容は笑えなかった。遠藤はため息混じりに言った。はあ、くだらねえな。昼間だぞ。だからいいんだって。夜なんかより逆に不気味だろ。工藤はそう言いながら、さっさと昇降口の方へと歩き出した。おい、勝手に行くなよ。遠藤がそう言いながらも、結局その後を追った。俺も仕方なく続く。昇降口のガラス戸は半分以上が割れていて、そのまま中に入ることができた。一歩足を踏み入れた瞬間、外とは違う空気に変わった。湿った木の匂いと埃、それにどこか古い水のような匂いが混ざって鼻の奥に残る。昼間のはずなのに建物の中はやけに暗かった。うわぁ、思ったよりちゃんとしてんな。工藤が周りを見回しながら言う。靴箱は崩れかけていて、床にはガラスの破片や砂が広がっている。歩くたびにジャリッと乾いた音が響いて、その音だけがやけに大きく感じられた。まず1個目な。工藤が振り返る。昇降口のやつ、ここに入るとき、誰もいないのに名前呼ばれることがあるらしいんだ。はいはい。遠藤が適当に返す。で、呼ばれたらどうなるんだよ。返事したらアウト。なるほどな。じゃあ呼ばれても無視すればいいわけだ。遠藤はそう言って何も気にした様子もなく奥へ進んだ。俺もその後を追いながらなんとなく背後に意識を向けていた。その瞬間だった。遠藤。すぐ後ろからボソッと声がした。あまりにも自然で、まるで最初からそこにいたみたいな声だった。反射的に振り返る。誰もいない。割れたガラス越しに昼の光が差し込んでいるだけだった。今の聞いたか？喉の奥が少し乾いたまま、俺は小さくそう言った。けれど工藤は不思議そうに首をかしげるだけで、何が？と聞き返してくる。遠藤も同じように、何も聞こえなかったけど、とあっさり言い切った。いやー。俺は言いかけてやめた。気のせいだったのかもしれない。そう思うことにした。廊下に出ると、外よりもさらに空気が重く感じられた。窓から光は入っているはずなのに、どこか薄暗い。音も不思議なくらい響いて、3人分の足音が必要以上に大きく聞こえた。その時はまだ、それを変だとは思っていなかった。ただの廃校で、ただの遊びで、少し雰囲気があるだけの場所だと、俺は本気でそう思っていた。でも今思えばあの時点で、もう何かは始まっていたんだと思う。廊下を進むにつれて、外の光は確かに差し込んでいるはずなのに、なぜか奥に行くほど暗く感じられた。窓は割れていて、昼の光は入っている。なのに、床や壁の色がくすんで見えるせいか、
どこか薄暗くて、距離感まで少しおかしくなるような感覚があった。次ってどこだっけ？俺がそう聞くと、工藤はスマホを取り出して画面を見ながら答えた。3年2組、黒板のやつ。名前書くやつか。そうそう。遠藤がめんどくさそうに先を歩きながら、手で軽くドアを押し開けた。教室の中は思っていたよりも荒れてはいなかった。机と椅子はほとんど残ってはいないが、黒板だけはそのままの形で残っている。窓から差し込む光が斜めに伸びていて、その黒板だけが妙に浮いて見えた。これだな。工藤がそう言うと同時に、遠藤は床に落ちていたチョークを拾い上げた。書けばいいんだろ。おい、待てって。俺が止めるより先に、遠藤は黒板に向かっていた。キーッと乾いた音が教室に響いた。遠藤。白い文字がはっきりと浮かび上がる。はーい、終わり。遠藤はチョークを軽く放り投げて手についた粉を払った。なんも起きねえじゃん。まあすぐにはな。工藤が笑いながら言う。俺はなんとなくその黒板を見続けていた。文字は普通に書かれているはずなのに、どこか落ち着かなかった。輪郭が微妙に歪んで見えるような、そんな違和感があった。でも、それが何なのかはわからない。ほら、次行こうぜ。工藤がそう言ってドアの方へと向かった。遠藤も特に気にした様子もなく、さっさと教室を出ていく。俺は一歩遅れて黒板に背を向けた。その時だった。背後で小さく擦れるような音がした。思わず振り返る。黒板が見える。そこにあったはずの文字はなぜか消えていた。まるで最初から何も書かれていなかったみたいに、きれいに。なあ。思わず声が出た。けれど、すぐにその声を飲み込んだ。遠藤も工藤ももう廊下に出ている。俺だけが立ち止まっていることに気づいて、慌てて後を追った。何してんだよ。遠藤が振り返る。いや、なんでもない。そう答えながらも、もう一度だけ教室の中を見た。だけどやっぱり何もない。さっきのは気のせいだと思うことにした。次は？俺が話を切り替えるように聞くと、工藤はすぐに答えた。理科室、人体模型のやつ。ああ、動くってやつか。目を離すと位置が変わってるってやつな。遠藤が軽く鼻で笑った。そんなわけあるかよ。理科室は廊下の奥にあった。ドアを開けると少しだけひんやりとした空気が流れてくる。中に入ってすぐそれは目に入った。人体模型、窓際に立っていてこちらを向いている。うわぁ。思わず声が漏れた。埃をかぶっているせいか、妙に現実感があって余計に気味が悪い。じゃあやるぞ。工藤が言う。一回目離して、もう一回見る。はいはーい。遠藤が適当に返す。三人で同時に視線を外した。数秒。いいか？いいよー。振り向く。人体模型はさっきと同じ場所にあった。ほらな、何もねえじゃん。遠藤が言う。もう一回やってみようぜ。そう言って工藤が笑った。もう一度視線を外す。数秒、そしてもう一度見る。その時だった。あれ？
俺は思わず声を出した。人体模型の向きがほんの少しだけ変わっている気がしたんだ。さっきよりもほんの少しだけこちらを向いている。今動いたよな。俺がそう言うと、工藤は首をかしげる。いや？遠藤は何も言わず、じっとそれを見ていた。やがて工藤が軽く言って手を叩いた。さあ、次行こうぜ。廊下に出る。さっきよりも少しだけ静かな気がした。いや、静かすぎる。自分たちの足音だけがやけに響くんだ。次ってどこだっけ？開かない教室。工藤が答える。押しても引いても開かないやつだよ。まだあんのかよ。遠藤がぼやきながら歩く。その教室はすぐに見つかった。他のドアと違って妙に綺麗だった。まるで最近誰かが触ったみたいに。これか。工藤がドアノブに手をかける。回す。開かなかった。押してもダメ。引いてもダメらしい。じゃあ無理じゃん。遠藤が言う。でもな。工藤が少しだけ声を落とした。この前に立つと中にいる感じがするらしいんだ。はいはい。遠藤はそう言いながらも一歩前に出る。ドアの前に立つ。そのまましばらく動かない。どうだ？俺が聞いた。遠藤は少しだけ間を置いてから。別に。そう言った。でもその声はほんの少しだけ低かった。その瞬間、ドンと内側から何かがぶつかる音がした。三人とも一瞬固まった。なあ、今の何？風だろ。工藤が言うが、明らかに声が硬い。そして遠藤はドアをじっと見ていた。さ、次行こうぜ。その一言で、俺たちはそこを離れた。廊下を歩きながら、俺はさっきの音のことを考えていた。風であんな音がするだろうか。そもそもこの学校の中に風なんてほとんど入ってきていない。あといくつだ？遠藤が聞く。3つ。体育館と階段と最後が昇降口。工藤が答えた。階段のやつってなんだっけ？踊り場の鏡。その言葉を聞いた瞬間、なぜか胸の奥が少しざわついた。理由はわからない。ただ、なんとなく嫌な感じがした。体育館に入ると空気が一気に広がる。天井が高くて声や音がよく響く。ここだな。工藤が中央まで歩いていく。音出すと遅れてもう一回鳴るってやつ。反響だろ。遠藤が言う。まあ、やってみろって。工藤が手を叩く。パンと乾いた音が響き、少し遅れて。パン。もう一度同じ音が鳴った。おー。思わず声が出る。確かに少し遅れている。もう一度。パン。パン。3回目。パン。パン。パン。今、俺が言った。3回ならなかったか？工藤と遠藤は顔を見合わせている。いや、2回だろ。2回だな。いや、俺は言いかけてやめた。また気のせいかもしれない。でもその気のせいが
少しずつ積み重なっている気がした。体育館を出る。廊下に戻ると、さっきよりもさらに静かだった。次は階段だな。踊り場に鏡があるんだよ。その言葉を聞いたとき、さっき感じた嫌な感覚が、はっきりとした形になって胸に残った。コンクリートの段は、ところどころ欠けていて、踏むたびにギシッと鈍い音がする。昼間のはずなのに、上に行くほど光が届きにくくなっている気がして、自然と足取りが遅くなった。これか。工藤が小さくつぶやく。踊り場の壁際に、問題の鏡は立てかけられていた。縁は黒ずんでいて、ところどころひびが入っている。表面も完全に曇っていて、はっきりとした像は映らない。ただ近づけば、自分たちの輪郭だけがぼんやりと浮かび上がった。三人で並んでみると何か起きるらしいんだ。鏡の中に三人の姿がぼやけて映る。光の加減のせいか少し歪んで見えた。見えてるか？俺が小さく聞くと、ああ、見える。工藤が答える。だが遠藤は何も言わなかった。ただじっと鏡を見ている。その時だった。一瞬、本当に一瞬だけ、鏡の中で遠藤の動きがわずかに遅れたんだ。なあ。低い声で遠藤が言った。今お前ら、言いかけて止まる。いや、なんでもない。そう言って遠藤は視線をそらした。なんだよ、気になるだろ。工藤が笑う。別にいいって。遠藤はそれ以上は何も言わず、そのまま階段を降り始めた。俺も何も言えなかった。今の違和感をうまく言葉にできなかったんだ。昇降口に戻る頃には、三人ともあまり喋らなくなっていた。空気が変わったわけではない。ただ、なんとなく口数が減っていて、無言の時間が長くなっていた。最後これか。工藤が靴箱の方を見ながら言う。来た時と違うってやつ。わかるわけねえだろ。遠藤が冷たく返す。俺も軽く見回してみたけど、正直違いなんてわからなかった。元の状態をちゃんと覚えていない以上、比べようもなかったんだ。まあいいだろ。工藤が肩をすくめる。全部回ったしな。じゃ、帰るか。遠藤が言った。その一言でようやく少しだけ肩の力が抜けた気がした。外に出る。昼の光が一気に目に入ってきて、さっきまでの空気が嘘みたいに感じられた。なのに、不思議と安心感はなかったんだ。山道を下る。砂利を踏む音が、ザクッ、ザクッと一定のリズムで続く。しばらくは誰も喋らなかった。やがて、遠藤がふと足を止めた。なあ。ゆっくりと振り返る。その動きが、ほんのわずかに不自然に見えた。さっきの鏡。その言葉に胸の奥がざわつく。お前ら何も見てないのか？何もって？工藤が聞き返す。そして遠藤は少し黙ってから視線をそらした。いや、やっぱりいい。そう言ってまた歩き出した。その時だった。後ろの方で、ザッと足音が一つ遅れて鳴った。俺と工藤は同時に振り返った。だけど誰もいない。今の聞いたか？俺が言うと、工藤も小さくうなずいた。その瞬間、
遠藤がゆっくりとこちらを振り返った。だけどその動きがほんのわずかに遅れていた。おい！喉の奥が引きつる。工藤も気づいたらしい。遠藤？遠藤は何も答えない。ただじっとこちらを見ている。離れろ。工藤が低く言った。あれ遠藤じゃねえ。次の瞬間、それの口元だけがぐにゃりと歪んだ。笑っている。でも、目は全く笑っていない。俺たち二人は反射的に後ずさった。心臓の音が一気にうるさくなる。逃げるぞ！工藤の声で我に返った。俺たちはその場から一気に駆け出した。校舎の中に戻る。さっきまでと同じはずの廊下。なのに空気がまるで違う。重くて、暗くて、息が詰まる。遠藤、どこにいるんだよ。工藤が答える。わからん。でもあれじゃねえのは確実だ。その時、おい、と、後ろから遠藤の声がした。振り返る。廊下の奥に遠藤が立っている。さっきと同じ姿、同じ顔。遠藤！思わず一歩踏み出した。だけど、行くな！それも違う！次の瞬間、遠藤の首がゆっくりと横に傾いた。それはありえない角度で。息が止まる。もう一度見た時には、もうそこには誰もいなかった。くそ！工藤が小さく吐き捨てる。その時、ガン！と近くで音がした。見ると、あの開かない教室のドアがわずかに揺れていたんだ。中だ！工藤が言う。ドアノブをつかむ。回す。だけど開かない。壊すぞ！そう短く言って体当たりをした。1回、2回、3回目でバキって音を立てながらドアが開いた。中は暗かった。懐中電灯で照らす。だけど奥に人影があった。遠藤！駆け寄る。そこにいたのは壁にもたれて座り込んでいる遠藤だった。顔色が悪い。でも本物だとわかる。お前ら。遠藤がかすれた声で言う。どこ行ってたんだよ。それはこっちのセリフだよ。思わず声が出る。ずっと一緒にいたろ。だけど遠藤は首を振った。はあ？途中からお前らいなかったぞ。その言葉で背筋が冷たくなった。行こうぜ。工藤が言う。もういいじゃんかよ。俺たちは遠藤を支えて外へ出た。山道を下る。さっきと同じ道。でも、さっきとは何かが違う気がした。なあ。俺が口を開く。さっきの何だったんだよ。遠藤が少し黙ってから答えた。鏡だな。鏡？踊り場のやつ。遠藤は淡々と言う。俺、あの時見たんだよ。何を？お前らは普通に動いてた。でも、一瞬言葉を切る。俺だけ少し遅れていたんだ。背筋がゾッとする。だから気づいて口に出した。それがまずかったんだろうな。工藤が小さく息を吐く。当たりか。しばらく誰も喋らなかった。やがて俺は、ふと思ったことを口に出した。なあ、
最初に遠藤のこと呼んだの誰だったんだ？沈黙。遠藤も工藤も答えない。やがて工藤が無理やり笑った。まあいいじゃん。三人とも無事なんだしさ。まあなあ。俺はそう返す。遠藤も小さくうなずいた。ああ。少しだけ空気が緩んだ。ざっと一歩分だけ遅れた足音が鳴った。誰も振り返らない。工藤が軽く笑って言う。ほらな、気のせいだって。俺は何も言わなかった。ただ、さっきからずっと気になっていることを口に出せずにいた。あの鏡に映っていたのは本当に三人だけだったのか。それを確かめる勇気は俺には最後までなかった。あれはまだ昭和に入る前の話だ。今みたいに道が整っているわけでもなく、山に入るというのはそれだけで一つ境を越えるようなものだった。村から見える山でも奥に入れば別の場所になる。そんな感覚が当たり前にあった時代だ。その当時まだ俺は若く、猟師としては見習いに毛が生えた程度だったが、その頃にはもう銃を持たされていた。一人で山に入ることは許されていなかったから、その日も村で長く猟をしている男に同行していた。その人の名前を呼ぶことはほとんどなく、皆はただ、あの人とだけ言っていた。そこで通じるくらいには山のことを知っている人だったんだ。山に入る前、その人は必ず同じことを言った。日が落ちる前には降りろ。理由は説明しなかったが、その言い方には妙な重みがあった。最初は、暗くなれば危ないという程度の意味だろうとずっと思っていた。だがその日は違った。山に入った瞬間から空気が妙に重かったんだ。湿っているわけでもないのに、肌にまとわりつくような感覚があり、音がどこか遠かった。風は吹いているはずなのに、葉の擦れる音が遅れて聞こえる。自分の足音だけがやけに浮いていた。しばらく歩いたところで鳥の声がしないことに気づいた。いつもならどこかで鳴いているはずの音が一切ない。その時、前を歩いていたその人が、静かすぎるな、と低くつぶやいた。それだけだったが、不自然な静けさがはっきりと意識に残った。やがて、ぬかるんだ場所に出た。前日の雨で土が柔らかくなっている。そこで足跡を見つけた。はっきりと残っていて、まだ新しかった。獣のものだとすぐに分かったが、見た瞬間に違和感があった。大きさの割に沈みが浅く、どう見ても軽すぎる。試しに自分の足を横に並べてみると、自分の方が深く沈んだ。ありえないとは言い切れないが、納得もできなかった。顔を上げると、その人はすでに先へ進んでいた。気づいていないはずがないのに何も言わない。俺は結局何も聞けないまま後を追った。足跡は途切れることなく続いていた。その並び方が妙に整えすぎていて、逃げているというよりも奥へ誘っているように見えた。どれくらい歩いたのかわからなくなった頃、さらに静けさが深まっていた。その中で、かすかな擦れるような音が混じり始めたんだ。最初は気のせいかとも思ったが、歩くたびにどこかで鳴る。足を止めると消え、動き出すとまた聞こえる。まるで、こちらに合わせて動いているようだった。その時、その人が手を挙げて合図を出した。
視線の先にそれがいたんだ。木々の間の少し開けた場所に影のように立っている。最初は猿かなと思ったが、すぐに違うと分かった。大きすぎる上に肩の張り方が妙に人間に近い。立ち方もどこか不安定だった。さらに異様だったのは影だった。地面に落ちたそれは不自然に長かったんだ。尾のようにも見えるが太さが合わない。何かを引きずっているような重さがあった。無意識に銃を構える。だけどその人は何も言わなかった。止められないまま俺は引き金を引いた。銃声が山に響く。確実に当たったという感触はあったが、同時に違和感が走った。肉に生える柔らかさではなかったんだ。何か硬いものに当たったような鈍い衝撃だった。しかもそれは倒れなかったんだ。一瞬止まっただけでゆっくりとこちらを向いた。目があったと感じたんだ。その目は獣のものではなかった。ただはっきりとこちらを見ていた。次の瞬間、それは林の奥へと消えていった。逃げたというより抜け落ちたように消えたんだ。しばらく動けなかったが、その人が無言で歩き出した。撃った場所へと向かっている。そこには黒く重たい血が残っていた。量も少なかった。だが足跡がなかった。あれだけあったものがどこにもない。血だけが不自然に続いている。その人は、行くぞ、とだけ言った。俺はためらいながらもその後を追った。その時はまだ仕留め損ねた獲物を追っているつもりだった。だが血の跡は次第におかしな位置へ移っていった。地面だけではなく木の幹にもついている。やがてそれは上へと続いていた。見上げると暗い枝の間に消えている。俺はその時に理解した。これは普通の獲物ではない。撃ってはいけないものに手を出してしまった。そう思った瞬間だった。上から擦れるような音がした。風もないのに枝が揺れた。見えないままそこにいる。その気配だけがはっきりと残っていた。上で鳴っていた音はしばらく消えなかった。枝の上を重たい何かがゆっくりと移動しているような、そんな気配だけが続いていた。見上げても姿は見えないが、確実にそこにいるとわかる重さだった。やがて音が途切れ、揺れていた枝も静まり返った。だが、気配そのものは消えていなかった。見えない場所へ移っただけだと、そうはっきりとわかる感覚だけが残っていた。しばらく誰も動けなかったが、その人が何も言わずに歩き出した。血の跡はまだ続いている。途切れることなく奥へ伸びており、逃げた者の跡というよりも、こちらを誘うように先へ続いているように見えた。俺は無言でその後を追う。さっきまで上にいた者が今どこにいるのかわからないまま。しばらく進むと血の跡が再び地面へ戻っていた。だがその様子は明らかにおかしかった。足跡があった。だがそれは4つではなく2つだった。人間のように交互に並んでいるが形が違う。指が長く地面を引っかくように伸びていた。しかも一歩ごとの間隔が妙に広く、無理に伸ばしているような不自然さがあった。見ているだけで体の構造がおかしいとわかる足跡だった。さらにその横に細い線が続いていた。地面をずっと吸っているような、そんな跡だった。何かを引きずっている、そうとしか思えなかった。思わず足を止めると、その人も立ち止まっていた。その人はしばらく後を見てから低くつぶやいた。
混ざってるな。その言葉の意味ははっきりしなかったが、一つのものではない何かが重なっている感覚だけが残った。再び歩き出すと、山の奥へ入るほど景色が歪んで見えてきた。同じような木ばかりのはずなのに、位置関係が狂っているように感じる。同じ場所を回っているような感覚が消えなかったんだ。時間の感覚もはっきりとしなくなっていった。やがて開けた場所に出る。そこに古びた小屋があった。壁は崩れかけ、屋根も傾いてはいるが、完全に朽ちてはいなかった。それはかつて人が使っていた気配が残っていた。するとその人は迷わず中へと入っていき、俺も続いた。中は暗く、埃は積もっているが荒れてはいなかった。生活の跡のようなものがわずかに残っている。ただ放置された場所のようにも見えた。奥の壁には古い紙が貼られているのが見えた。近づくと手書きの文字が並んでいた。墨がにじんで読めない部分も多かったが、いくつかの言葉だけは分かった。山のもの、混じり、打つな。そして、猿、虎、蛇。その三つを見た瞬間、今までの違和感がつながった。木の上、地面の跡、あの影。別々に感じていたものが一つの存在としてまとまった。そしてその人が低く言った。昔からいるらしいんだ。一つじゃない。だが一つになるんだ。それだけで十分だった。それ以上聞かなくても理解してしまったんだ。それはゆっくりとした足音だった。一歩ずつ確かめるように近づいてくる。間の長い不自然な歩き方だった。それはやがて小屋の前で止まった。息を潜めると音も止まる。次の瞬間、床の下から音がした。地面を擦るような重たい音だった。足音は動いていないのに、それとは別に何かが張って動いている。別々に動いている。その違和感がはっきりと形になった。やがて音は小屋の周りを一周し止まった。静けさが戻る。だが気配は消えていない。すぐ外にいる。見えないだけでそこにいる。そうわかる距離だった。その時、外から声がした。低く、かすれた声だった。なんで撃った？それは、はっきりとした人の言葉だった。そして続けて声がした。見てたぞ。息を止めたまま動けなかった。その瞬間、俺は理解してしまった。あれは獣ではない。最初から獲物ではなかったんだ。声が止んだ後、小屋の外は再び静かになった。だがその静けさは何もいないからではなかった。そこにいるものが動かないだけの静けさだった。気配だけがすぐ外に張り付いている。どれくらい時間が経ったのかわからないまま息を潜め続けた。やがて足音がゆっくりと遠ざかっていった。一歩ずつ確かめるように山の奥へと戻っていく音だった。それでもすぐに動く気にはなれなかった。完全に音が消えてからその人が小さく息を吐いた。はぁ、出るぞ。とだけ言って立ち上がった。外に出ると空気がわずかに軽く感じられた。だが安心できるようなものではなかった。あれがいなくなったわけではなく、ただ見えない場所に移っただけだと分かっていた。血の跡はまだ続いていた。小屋の裏手からさらに奥へと伸びている。その人は迷わず歩き出し、
俺も後を追った。さっきの声が頭から離れなかった。山の奥へ入るほど現実感が薄れていく。どこにいるのか、何を追っているのか曖昧になる。やがて血の跡が何もない場所で途切れた。周囲を見ても続きはどこにもない。終わったのかと思った。その瞬間だった。背後で気配が動いた。振り返ると、そこにそれがいたんだ。最初よりもはっきりと見えた。顔は猿に近いが、その目には意志があった。人間のようにこっちを見ていたんだ。体は大きく、虎のような筋肉のつき方をしている。だが胴が異様に長い。その下に尾ではないものが伸びていた。地面に沿って重くうねっている。それは蛇のようなものが体の一部としてつながっていた。一つの生物とは思えない姿だった。それは動かず、ただこちらを見ていた。あの時と同じ目だった。撃たれたことを覚えている目だった。その人がゆっくりと銃を構える。だが引き金は引かなかった。撃てばどうなるか分かっていたのかもしれない。そしてしばらく睨み合いが続いた。やがてそれが一歩近づく。上半身は歩き、下のそれは遅れて這う。別々のものがつながっているような動きだった。距離が縮まる中、その人が低く言った。目をそらすな。その一言で目を離せないと分かった。恐怖で動けないままそれを見続けた。やがてそれは動きをやめて、次の瞬間、ふっと消えた。そこにあったはずのものが何もなくなる。それは最初と同じ消え方だった。その直後、上で枝が大きく揺れた。何かが落ちてきた。すぐ横に叩きつけられるように。それは人だった。見覚えのある着物を着ていた。村の人間だったんだ。だが様子がおかしかった。目が合う。するとその口がゆっくりと動いた。見てるぞ。さっきと同じ声だった。次の瞬間、動かなくなった。完全にただの死体になった。だけど何が起きたのか、俺には理解できなかった。だが一つだけ分かったことがある。あれは姿を変えるんだ。そして見たものの中に混ざる。そういうものだった。その人はすぐに背を向けた。そして、戻るぞ、とだけ言った。もう追わない、関わらない、それしかなかった。山を降りる間、何度も気配を感じた。後ろ、横、そして上から。だが振り返ることはできなかった。見た瞬間、終わる気がしたからだ。ようやく村が見えたとき、息を吐いた。だが安心はできなかった。村の入り口で何人かがこちらを見ていた。その視線はどこかおかしかった。そして一人の年寄りがつぶやいた。撃ったのか？何も言えなかった。それで十分だったらしい。年寄りはゆっくりとうなずく。覚えられてしまったな。そう言った。その意味はその夜に分かった。眠っていると外から音がしたんだ。家の外、屋根の上だった。擦れるようなあの音だったんだ。ゆっくりと何かが動いている。山で聞いた音と同じだ。息を潜めていると音が止まった。その直後、すぐ上に気配を感じる。板一枚、隔てた向こうにいる。あの距離のまま、そこにいるんだ。
俺はそのまま動けなかった。そして朝まで耐えた。すると音はやがて消えた。だが、それで終わりではなかった。それ以来、完全に消えたことはない。山に入っていなくても関係ないんだ。夜になるとどこかで音がする。見えない場所から近づいてくるんだ。あれはまだいる。そして覚えている。あの一発を。終わっていないのは俺の方なんだ。これは俺が毎年ゴールデンウィークになると言っていた祖父の山での話だ。祖父は山を一つ持っていて完全な私有地で、周りには他の家もない。車で山道を1時間くらい登ってやっと着くような場所に祖父が建てた小さな山小屋がある。ゴールデンウィークになると俺はそこに行くのが毎年の楽しみだった。昼間は山の下を流れている川でバーベキューをして酒を飲んで、俺は川に入って泳いだり魚を捕まえたりして遊んでいた。その時いつも一緒に来ていたのが俺の愛犬のジャーマンシェパードのアッシュとハクだ。アッシュは体も大きくて気が強くていつも俺の前を歩く犬で、ハクはアッシュより少し小さくておとなしくていつも俺の横にいる犬だった。昼間は川で一緒に遊んで肉を焼けば隣に座って待っていて、本当に毎年同じで毎年楽しい。でも子供の頃からその山に行くたびに祖父に一つだけ言われていたことがあった。夜になったら犬を外に出しておくなって。最初にそれを言われたのは俺がまだ小学生くらいの頃だったと思う。なんでって聞いたら祖父は少し黙ってから、夜に外に出しておくとな、朝にはいなくなってるんだって言ったんだ。冗談っぽく笑いながら言ってたけど、祖父は山に行くたびに夜になると必ず同じことを言った。犬は中に入れろよ。絶対に外に出しておくなよって。理由を聞いてもちゃんと教えてはくれなくて、昔からそうなんだ。いいから言うことを聞けって、それしか言わなかったんだ。俺はずっと山だから野生動物でも出るのかな。そのくらいにしか思っていなかった。だから毎年夜になると、アッシュとハクは山小屋の中に入れて一緒に寝ていた。そして今年のゴールデンウィークもいつも通り祖父の山に行った。昼間はいつも通り川でバーベキューをして酒を飲んで犬と遊んで、何も変わらないいつものゴールデンウィークだった。でもその年はいつもと一つだけ違うことがあった。異常に暑かったんだ。山の上だから夜は涼しいはずなのに、その日は全然気温が下がらなくて、山小屋の中に熱がこもって暑くて全然眠れなかった。祖父の山小屋にはエアコンなんてなくて、扇風機はあったけれど、生ぬるい風が回っているだけで、とても寝られるような暑さではなかった。だから俺は持ってきていたテントを外に立てて、そこで寝ることにしたんだ。外の方が風があって涼しかったから。でもそのテントは一人用に近いサイズで、アッシュとハクと俺、3人で寝るには少し狭かった。だから俺はテントの入り口のところに紐をつないで、アッシュとハクは外で寝かせることにした。その時一瞬だけ祖父の言葉を思い出した。夜になったら犬を外に出しておくな。でも、まあ一晩くらい大丈夫だろって、その時は本気でそう思ってた。アッシュとハクもいつも通り地面に丸くなって静かに寝始める。夜の山は本当に静かなんだ。虫の声と遠くの川の音しか聞こえない。スマホも圏外で周りに人の気配も何もない。真っ暗で空だけがやけに明るくて星がすっごく見える。
俺は川遊びと酒で疲れていたのもあって、テントに入って少ししたら、すぐに眠くなって、そのまま寝てしまった。どれくらい寝たのかわからない。でも突然、で、アッシュのあんなに大きい声、初めて聞いた。続けてハクも吠え始めた。ただの吠え方ではなかった。威嚇する時の低くてうなるみたいな吠え方だったんだ。俺はそこで目が覚めた。テントの外でアッシュとハクがずっと何かに向かって吠えていた。時間を見ると朝の4時過ぎだった。でも外はまだ夜みたいに暗い。その時、犬の吠え声に混じって何かの声が聞こえた。それは猿みたいな声だった。でもこんな山の奥でこんなに低い声で鳴く猿なんて今まで一度も見たことがなかった。俺はテントの入り口を少しだけ開けて外を見る。そして見てしまったんだ。アッシュとハクが吠えているその先に何かが立っているのを。俺はテントの入り口を少しだけ開けて外を見た。最初は暗くてよく見えなかった。でも、アッシュとハクが吠えているその先に確かに何かが立っていた。人間じゃない。でも、四つ足でもない。暗闇の中に黒い大きな影が立っていた。その影はゆっくりと左右に揺れている。まるでこっちを見ながら様子を伺っているみたいに。その時また声が聞こえた。やっぱり猿みたいな声だった。でも普通の猿よりずっと低くて、喉の奥を潰したみたいな変な声だった。アッシュは前に出て歯をむき出しにしてうなっていた。ハクはテントの前から離れないでずっと吠えている。俺はテントから少しだけ体を出して目を凝らしてみた。そいつはゆっくりと一歩前に出てきた。月の明かりが当たって姿が少しだけ見えた。それはでっかい猿だったんだ。でも普通の猿じゃなかった。異様にでかい。立ったままの状態で多分2メートル以上あったと思う。腕も長くて地面につきそうなくらい長かった。体は猿なのに立ち方が人間みたいだったんだ。そいつは少し前かがみでこっちを見ている。その時アッシュが一歩前に出る。それに反応するみたいにそいつも一歩前に出る。その瞬間、月明かりが顔に当たった。俺はそこで気づいてしまった。そいつの目がおかしかったんだ。最初はよくわからなかった。でもよく見たら目がやたらと多い。2つじゃない、3つでもない。顔に目が6つあったんだ。左右に3つずつ、ブドウみたいに目が並んでいた。その目が全部バラバラに動いている。2つはアッシュを見て、2つはハコを見て、残りの2つはテントの中の俺を見てたんだ。そこでもう一つ気づいた。そいつの顔に鼻がなかったんだ。そして口もなかった。本当に目だけしかついてなかったんだ。俺がそれに気づいた瞬間、アッシュが飛びかかった。それはものすごい速さだった。一瞬で間合いを詰めて、そいつの腕に噛みついた。すると次の瞬間、そいつが叫んだ。猿の声じゃなかった。人間みたいな声だったんだ。でも人間が出せる声じゃないくらい大きくて、山の中に響くくらいの声だった。そいつはアッシュを振り払おうとして腕をブンブン振り回した。でもアッシュは離れなかった。そのままものすごい力で噛み続けた。ゴキッって音がして骨が砕けた音だった。次の瞬間、ブチッって音がしてアッシュがそいつの腕を噛みちぎった。腕が地面に落ちる。黒い血が地面にドバッと落ちた。
でもそいつは倒れなかったんだ。腕がちぎれているのに、残った腕でアッシュを掴んだ。その時初めて見えた。そいつの腹が縦に裂けたんだ。いや、裂けたんじゃない。最初からそこに口があったんだ。腹に口がある。それは人間の頭がそのまま入るくらいの大きい口だった。その口がゆっくりと開く。そして中に見えたのは歯だったんだ。それも全部人間の歯みたいな歯だった。その腹の口でそいつはアッシュの首に噛みついた。アッシュが初めて悲鳴みたいな声を出す。そして白が狂ったみたいに吠え始めた。俺はその光景をずっと見ていたが、俺は動けなかった。怖くて体が動かなかった。腹の口がアッシュの首に噛みついたまま、ゴリ、ゴリって音がした。血の匂いがテントの中まで入ってくる。その時そいつの目のうちの二つがゆっくりと俺の方を見た。テントの中の俺を見たんだ。そして目が合った。次の瞬間、そいつがこっちに来る気がした。そこで俺は気を失った。気がついたら朝だった。鳥の声が聞こえて、川の音が聞こえて、昨日と同じいつもの山の朝だった。俺はテントの中で寝っ転がっていて、何があったのかすぐには思い出せなかった。でも体を起こそうとしてすぐに分かった。テントの入り口のところに白が座ってじっとこっちを見ていた。その体にはべったりと血がついてた。そこで俺は全部思い出した。俺は慌ててテントの外に出る。そして少し離れたところにアッシュが倒れていた。もうアッシュは動いてなかったんだ。首のあたりの毛が血で固まっている。近づいた時点で分かった。もうアッシュは死んでいたんだ。首のところをものすごい力で噛まれて血がほとんど抜けていた。そのすぐ横に黒い塊が落ちてた。それは昨日アッシュが噛みちぎったあいつの腕だった。人間の腕より少し長いくらいの腕で黒い毛に覆われていて、指も長くて爪はナイフみたいに尖っていた。でもその腕のちぎれた断面からは赤い血が出ていて、ちゃんと肉の腕だった。夢じゃなかったんだ。白はアッシュの死体の横に座ってずっと動かなかった。時々アッシュの顔を舐めていた。その日のうちに祖父を呼んで事情を話してアッシュを火葬することになった。祖父は俺の話を聞いてもあまり驚かなかった。火をつけてアッシュを燃やしている間、祖父はずっと黙って山の奥を見ていた。そしてしばらくして祖父が小さな声で言った。あれを見たのか？俺が何も言えないでいると祖父は続けて言った。あれはな、この山の守り神みたいなもんだ。俺は思わず聞いた。守り神って、あれが？祖父は少し黙ってからこう言った。神様かどうかはわからん。でもな、この山には昔からあれがいるんだ。そしてなぜだか知らんが、犬がいる時だけに出てくる。そして犬を一匹連れて行くんだ。殺して食ってるのか、どこかに連れて行っているのかはそれはわからん。でも昔からずっとそうなんだ。祖父も昔、犬を連れて行かれたことがあるらしい。祖父の親父、つまり俺の曽祖父も同じことを言っていたらしい。夜は犬を外に出すなって。そして祖父は最後にこう言った。お前は2匹連れて行ったろ。1匹やられたってことは、もう1匹は身代わりがいたってことだ。その言葉を聞いたとき、白がアッシュの骨を埋めた場所の前で小さく遠吠えをした。その声は山の奥の方に向かってずっと響いていた。それから俺は
もう祖父の山には行っていない。祖父に言われて、あの時アッシュが噛みちぎった腕は木の箱に入れて今も俺が持っている。俺を守って死んだアッシュの証だからだ。あれから何年も経つけれど、一つだけ不思議なことがある。アッシュの墓の前に行くと、白は必ず遠吠えをする。毎回同じ方向、山の方を向いて遠吠えをするんだ。まるで、ありがとうって言っているみたいに。それとも、今でもあいつがあの山にいるって分かってるのか。そして俺は今でも時々思い出す。あの時、最後に目があったあいつの目。6つの目のうちの2つがずっと俺を見ていた。あいつは多分気づいている。あの時そこに誰がいたのか。そして俺は今も持っている。あの時アッシュが噛みちぎったあいつの右腕を。そのキャンプ場を見つけたのは、キャンプ場レビューをまとめている個人ブログだった。写真を見る限り、林間サイトで雰囲気も良く、料金もかなり安い。都内から車で2時間くらいの距離にあるのに、週末でも空きが多いと書かれていた。ただ気になったのが、レビューの数が妙に少なかったんだ。新しいキャンプ場というわけでもないのに、ネットの情報がほとんど出てこない。ブログの記事もどれも少し古かった。穴場ってやつじゃない？友人がそう言ってそこに決めた。山道をしばらく登った先にそのキャンプ場はあった。入り口に小さな管理棟があって古い木の看板が立っている。場内は思っていたよりも広くて区画も多かったが、実際にテントが張られているのは4組だけだった。受付で料金を払うと、管理人が場内の地図を広げながら説明をしてくれた。この辺りが平らで使いやすいです。水場とトイレはここ。夜は結構冷えるんで気をつけてください。一通り説明を聞いた後、管理人が地図を畳みながら、ふと思い出したように言った。あと、最近ソロの人多いんですよ。静かだから。今日も一人来てますよ。それが最初だった。指定された区画にテントを張って、一段落してから水場に行くと、先に一人使っている男がいた。年齢は40代くらい。背が高くて痩せている。深く帽子をかぶっていて、顔はあまりよく見えなかった。大きなバックパックと使い込まれた道具が並んでいて、慣れている人なんだな、というのはすぐに分かった。男はまな板を出して肉を切っていた。大きな肉の塊を黙々と小さく切り分けている。ソロキャンプにしては量が多いな、と思った。クーラーボックスもやけに大きい。こちらが水を汲んでいると、男がこちらを見ないまま言った。ここって静かでいいですよね。人も少ないし。それだけを言うと、また肉を切る作業に戻った。包丁がまな板に当たる音だけが水場にずっと響いていた。トントン、トントンと妙に一定のリズムだった。夜になると本当に静かだった。騒いでいるグループもいないし、音楽を流している人もいない。焚き火の音と、たまに誰かが薪を動かす音がするくらいだった。そして夜中にトイレに起きた。テントの外に出ると、林の中は真っ暗で、ランタンの光が点々と見えるだけだった。他のサイトはもうほとんど寝ているみたいで、明かりも少なかった。でも、一箇所だけまだ明るいところがあった。それは昼間、水場で会った男のサイトだった。近くを通ると、またあの音が聞こえてくる。
トントン、トントン。昼と同じ包丁の音だった。こんな時間まで肉を切るのか、と思って少し不気味だったが、ソロキャンプで夜更かしをする人もいるか、くらいにその時は思ったんだ。トイレから戻る途中、俺は少し気になって男のサイトの方を見た。男は座ったまま下を向いてずっと何かを切っていたんだ。ランタンの光で手元だけが明るく見えた。その周りにはラップに包まれた肉の塊がいくつも並んでいた。昼間見た時よりも明らかに量が増えているように見えた。次の日の朝、早く目が覚めた。まだ他の連中は寝ていたので、俺は一人で水を汲みに行った。水場の近くから山の奥へ続く細い道があるのに気づいた。俺は散歩でもしようかと思って少しだけ歩いてみたが、すぐに林が深くなって、あまり人が入る感じの道じゃなかったので、途中で引き返した。キャンプ場に戻る途中、前の方から誰かが歩いてきた。あの男だった。山の方から戻ってきていた。帽子をかぶって昨日と同じ服で同じバックパックを背負っていた。ただバックパックが少し膨らんでいるようにも見えた。男は自分を見ると少しだけうなずいて、そのまま横を通り過ぎていった。だけどすれ違った時、少しだけ生臭い匂いがしたんだ。魚か肉か、そういう匂いだった。テントに戻って朝飯を食って、昼前には片付けを始めた。帰る準備をしていると友人がふと言った。そういえばさ、あのソロの人、車どこに止めてるんだろうな。言われてみれば、駐車スペースを見たが、それらしい車が見当たらなかった。もう帰ったんじゃない？俺はそう言ってその時はあまり気にしなかった。帰りに受付に寄って管理人に一応挨拶をした。ソロの人ってもう帰ったんですか？俺が管理人に言うと少しだけ考えるような顔をしてから言った。ああ、あの人ですか。いや、まだいると思いますよ。その時少しだけ意味がわからなかった。車なかったよなって思ったんだ。だけど管理人は少しだけ笑ってこう言ったんだ。まああの人毎週来てますから。だいたいいつもいるんですよ。そしてそのキャンプ場にもう一度行ったのは1ヶ月後だった。メンバーは前と同じ3人。特に理由があったわけではないが、予約が取りやすくて静かで料金も安い。結局またそこにすることにしたんだ。山道を登って入り口の看板が見えたとき、少しだけ嫌な感じがした。理由は自分でもよくわからなかったが、あのソロキャンパーのことを思い出していた。受付で管理人に名前を言うと、管理人は、ああ、この前も来てましたよね、とだけ言った。その後場内の地図を出しながら、何気ない調子でこう言った。そういえば今日も来てますよ。何がとは言わなかったが、誰のことを言っているのかはすぐに分かった。区画に行くと、やっぱりいた。前と同じ場所に同じ色のテント、同じタープ、同じ椅子、同じあのでかいクーラーボックス。まるで前回帰った後、そのままずっとそこに置きっぱなしにしていたみたいに何も変わってはいなかった。でもそんなわけはない。ここは普通に予約制のキャンプ場だし、同じ区画をずっと一人で取り続けるなんて普通はできない。まだいるな。友人も気づいて小さな声で言った。夕方水場に行くとまたあの男がいた。前と同じように肉を切っていた。大きな塊を小さい塊に同じリズムで切り分けている。前と同じ音だった。クーラーボックスの中には
ラップに包まれた塊がいくつも入っているのが見えた。その時友人の一人が小声で言った。この人さ、ずっと肉切ってない？冗談っぽく言っただけだったけど、妙に引っかかった。そういえば前も夜中までずっと切っていた。朝は山の方から戻ってきていた。じゃああの肉はいつ買い出しに行っているんだ。車も見ていないし。その日の夜、俺はまたトイレに起きた。テントの外に出ると、やっぱり静かで、ランタンの明かりもほとんど消えていた。そしてあの男のサイトだけが明るかった。また包丁の音がしている。昼も夜も、前に来た時もずっと同じことをしている。俺はトイレに行って戻る途中、今度ははっきりと聞こえた。足音。砂利を踏む音がゆっくりと近づいてきた。ザッ、ザッ、ザッと。自分のテントの方だと気づいて少しだけ足を止めた。暗い林の方から足音が近づいてきて、そのまま自分たちのテントの前を通り過ぎた。その時、ランタンの明かりの外側、暗いところに人影が見えた。背が高くて帽子をかぶっていた。あの男だった。でもどこにも行かない。自分たちのテントを通り過ぎて、少し行って、また戻ってきて、テントの周りをゆっくりと歩いていた。テントの中に戻った後も、しばらくその足音は続いていた。朝起きてテントの外を見ると、地面に足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけをぐるっと回るように何周もした足跡だった。昼前受付の前を通った時、管理人が一人で座っていた。俺は少し迷ったが聞いてみることにした。あのソロの人、毎週来てるって言ってましたよね。管理人は少し黙ってから言った。来てるっていうか、ずっといるんですよ。俺は意味がわからなくて聞き返した。え？ずっとってどういうことですか？いや、だから、ほとんど帰らないんですよ、あの人。たまにいなくなって、また戻ってきて、またしばらくいる。もう3年くらいになるかな。チェックインしてるところ、見たことないんですか？そう聞くと管理人は首を横に振った。いやー、それがないんですよ。でも受付に封筒が置いてあるんです。利用料って書いてあって、だからまあいいかなと思って。管理人は少しだけ笑って、それからこう言った。あの人、来る人のことよく見てるんですよ。特に何回か来てる人のこと。その時嫌な感じがはっきりとした。覚えるの早いんですよ。車とか、人数とか。管理人はそこで言うのをやめて、代わりにこう言った。まあ静かにしてくれる人なんで、こっちとしては助かってるんですけどね。その日の夕方、炭を捨てに行くとき、男のサイトの横を通った。男はちょうどクーラーボックスを開けて、中を整理していた。その時一瞬だけ中が見えた。ラップに包まれた塊がいくつも入っていた。その一つからラップの端が少しだけ外れていて、中のものが少しだけ見えていた。肉だと思った。でも色が少し変だったんだ。赤じゃなくて白っぽくて、ところどころ黄色っぽかった。それに形も変だったんだ。切り身というより曲がったままの形をしていた。それは指みたいに見えた。と思った瞬間、男が突然蓋を閉めた。男は何も言わなかった。ただ自分の方を少しだけ見ていた。そしてその日の夜、また足音がした。ザッ、ザッ、ザッ。
と足音がテントの前で止まる。しばらく何の音もしなかった。テントの薄い布一枚の向こうに人が立っている気配だけがある。だけどしばらくすると足音が離れていった。その時友人の一人が小さい声で言った。あの人さ、俺らが前来た時もいたよね。そしてもう一人が言った。うん。前来た時、もう一組、二組いたの覚えてる。言われて思い出した。少し離れた区画に男二人のキャンパーがいた。夜焚き火のところで少しだけ話した記憶がある。あの人たちも何回か来てるって言ってなかった？そこまで聞いて、なんとなく嫌な想像をしてしまった。でもさ、今回あの人たちいないよな。その日の夜はほとんど眠れなかった。足音は一度だけではなくて、夜中に何度も聞こえた。テントの周りを歩く音、そしてゆっくりと同じ速さで何周もしているんだ。ザ、ザ、ザ。音が止まるときは、だいたいテントの入り口の前だった。誰も何も言わなかったが、三人とも起きているのは分かっていた。ようやく朝になって外に出ると、やっぱり足跡が残っていた。自分たちのテントの周りだけ、円を描くみたいに何周も。それを見て、もう一泊する予定だったけれど、全員同じことを言った。もう今日は帰ろうか。誰も理由を言わなかった。片付けをしているとき、管理人が軽トラックで見回りに来た。あれ？今日までじゃなかったでしたっけ？いや、それがちょっと予定変わって、今日帰ることにしたんです。そう言うと管理人は少しだけこっちを見て、それから小さい声で言った。夜、歩いてました。そして俺たちは少し黙ってから、はい、とだけ答えた。管理人は少しだけ迷うみたいな顔をしてから言った。あの人夜になると見て回るんですよ。何回か来てる人のところ、順番に。そこで言葉を切って代わりにこう言った。まあトラブルは起こしたことは一回もないんで、今までは。その今まではがずっと引っかかった。車に荷物を積んでいるとき、あの男がこっちに歩いてきた。そして初めて向こうから話しかけてきたんだ。あれ、帰るんですか？はい。キャンプ好きなんですね。その前もいましたよね。回数を正確に言われた。自分たちがここに来た回数とそれは同じだった。そして男は少し笑って言った。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。それだけ言うとまた自分のサイトに戻っていった。最後に受付に寄ってから帰ることにした。管理棟の中に管理人がいて、帳簿みたいなノートを見ていた。俺たちは清算して、また来ますと言いかけてやめた。代わりに聞いた。前に来たとき、ここにいた二組いましたよね。管理人は少しだけ考えてから言った。ああ、男二人の。あの人たちって何回か来てた人たちですよね。最近来てないですよね。管理人はしばらく黙っていたが、やがて小さな声で言った。キャンプって急に来なくなる人多いんですよ。来なくなる理由、いちいちわからないですしね。それからボソッと付け足した。来てた人来なくなって。来てた人来なくなって、しばらくするとあの人、肉の量が増えるんですよ。何を言われているのか
すぐには理解できなかった。理解したくなかったという言い方の方が近い。その日の帰り道、しばらく車の中で誰も喋れなかった。高速に乗る前コンビニに寄って昼飯を買って駐車場で食べた。その時に友人が急に言った。なあ、あの人の車さ、見たことある？言われてゾッとした。一回も見てないんだ。じゃああの男はどうやってあそこに来て、どうやって帰るんだ？その日の夜家に帰ってから、俺はなんとなく気になって、あのキャンプ場の名前を検索した。あまり情報は出てこなかったが、古いブログが一つだけ出てきた。個人のキャンプブログで何年も前の記事だった。そのキャンプ場に行った時のことが書いてあった。記事の最後の方にこう書いてある。そういえば、いつもいるソロキャンパーのおじさんがいた。その人のことを管理人さんに聞いたら、もう何年もほとんどずっといるらしい。そう言われたんだ。まあちょっと怖いけど、悪い人ではなさそうだ。だけどすごい量の肉をいつも切ってた。そこまで読んでスクロールをすると、キャンプ場で撮った写真が何枚か貼ってあった。集合写真みたいなやつだった。何人かのキャンパーが一緒に写っている写真。その写真の端に少し離れたところで椅子に座っている男が写っていた。深く帽子をかぶったあの男だった。そして写真の下にはこう書いてあった。写真に写っている人たち、この後何人か来なくなったらしい。偶然だとは思うけど、なんかちょっと気味が悪い。そこまで読んだところで変なことに気づいた。その写真に写っている人数が、ブログに書いてある人数より一人多かったんだ。ブログには、この日は5組で10人くらいだった、と書いてあるのに、でも写真にはどう見ても11人写っていた。その一人は、他の人たちから少し離れた一番端に立っていた。それは、帽子を深くかぶった男だった。それから自分たちはそのキャンプ場には行っていない。でも今でも時々思い出すんだ。あの男が言った言葉。すぐ覚えちゃうんですよ、人のこと。あの時あの男が覚えていたのは、顔と名前ではなくて、体の大きさとか重さとか、どれくらいの量になるか、そういうことだったんじゃないかなって。あれは、俺がまだ20代の頃の話だ。今でも山を見ると、最初に思い出すのは景色じゃない。湿った土の匂いでも、杉の葉が擦れる音でもない。あの時見た、木と木の間に何本も張られていた、色あせた赤い紐だ。ただの立ち入り禁止の目印だと思っていた。観光客よけの脅し文句みたいなものだと、あの時は本気でそう思っていたんだ。でも今はわかる。あれは入ってくる人間を止めるためのものではなかった。あれ以上、中にいるものを外へ出さないための結界だったんだ。その山は地元ではそこそこ知られた低山だった。本格的な登山ってほどではない。休日に軽く歩くにはちょうどいい、よくある里山だ。ただ、山の裏側の古い登山道だけは、地元の人間でもあまり使わないと言われていた。理由を聞いても、年寄りたちははっきりとは答えない。昔から良くない。裏に入るな。見えても拾うな。言うことはいつも曖昧で、どこか子供相手の言い聞かせみたいだった。俺たちはその時3人だった。俺と大学時代からの友人の新一と、新一の職場の後輩だった圭介。
3人とも車が好きで、休みが合うと適当に遠出をして、景色のいい場所で写真を撮ったり、川辺で飯を食ったりするほどの仲だった。あの日も最初から登山をするつもりじゃなかった。近くのダムまで来たついでに、なんとなく山道に入って、暇つぶしに軽く歩こうという話になっただけだ。登山口には傾いた案内板が立っていた。表側の道はきれいに整備されていたのに、裏側へ回る細道は草が伸びていて、明らかに手入れがされていなかった。そこで圭介が言った。こういう使われていない道の方が、なんか面白そうじゃないですか？新一は笑っていた。俺もその時は止める理由がなかった。道が荒れているだけで別に私有地でもない。少し進んで危なそうなら戻ればいい。そういう軽い気持ちだった。10分ほど歩いたところで道の空気が変わった。風が止んだとか、急に寒くなったとか、そういう階段じみた変化ではない。もっと妙で、もっと説明しにくい違和感だった。周囲の景色は同じ山のはずなのに、音だけが遠くなる。自分たちの足音が土に吸われていくようで、会話をしていても声が少し遅れて耳に戻ってくる気がした。先頭を歩いていた圭介が立ち止まった。その背中の向こうに赤いものが見えた。木と木の間に細い紐が何本も張られていたんだ。胸の高さ、腰の高さ、膝の高さ。1本ではない。3本、4本。いや、もっとだ。古びて色が抜けているのに、そこだけ妙に目立つ。風がないのに、ほんの少しだけ揺れていた。紐の手前には小さな木札が下がっていた。墨が滲んで読みづらかったが、かろうじてこう読めた。入るな、触るな、またぐな。新一が、なんだこれと笑った。圭介はもっと露骨に馬鹿にしていた。いや、逆に雰囲気ありすぎでしょ。こんなの見たら入ってみたくなるじゃないですか。だが俺はあまり気乗りがしなかった。その場所だけ明らかに人の手が入っている。誰かがわざわざ紐を張って札まで下げているんだ。冗談半分で荒らしていいような感じではなかった。やめとけって普通に感じ悪いだろ。そう言ったんだが、圭介はもう一歩前へ出ていた。振り返ってヘラヘラ笑いながら言う。こういうのって地元のジジババが勝手にやってるだけですよ。山の神様がどうとか、そういうやつ。その言い方に新一までつられて笑った。二人とも怖がっている俺をからかうつもりだったんだろう。圭介は靴の先で赤い紐を軽く持ち上げると、そのまま中へと踏み込んだ。その瞬間耳の奥で糸が切れるみたいな音がした。パツンと。実際に紐が切れたわけではない。でも確かにそういう音がしたんだ。俺は反射的に周囲を見たが何も変わってはいなかった。山は静かなままだし、赤い紐も張られたままだった。ほら、何もない。圭介はそう言って笑った。新一も肩をすくめてその後を追った。俺だけ残るのも気味が悪くて、結局俺もまたいでしまった。中に入った先はただの林ではなかった。まず空気が妙に湿っていたんだ。さっきまで乾いた土の道だったのに、その内側だけ何年も日が差していないみたいに地面が黒かった。そして少し進むと小さな塚のようなものがいくつもあった。人の膝ほどの高さに石が積まれている。一つや二つではない。左右に散らばるように10以上はあったと思う。
墓には見えない。祠でもない。ただ石が積まれていて、その上に細い枝や乾いた花の残骸みたいなものが置かれていた。それは古い供物の跡にも見えた。新一が急に息を潜めた。これ、なんか嫌だな。さっきまで笑っていたのに、その時だけは真顔だった。俺も同じことを思っていた。ここは人が遊び半分で入っていい場所ではない。見てはいけないものを見てしまったような気がして、喉の奥が苦くなった。その空気を壊したのは、やはり圭介だった。あ、これすげえ。そう言って、一つの塚の前にしゃがみ込んだ。見ると、親指の先ほどの白い石が挟まっていた。河原にあるような丸い石ではない。どこか骨みたいに白くて、表面に赤茶けた筋が走っている。お守りみたいで良くないですか？これ。俺はゾッとした。その石は妙に生っぽかった。石なのに乾いたものには見えない。長く空気に触れていたものではなくて、ついさっき土の中から掘り出されたみたいな変な湿り気を感じた。ダメだ、置けよ。思わず強い口調になった。新一も、やめろって、と言った。でも圭介は面白がって笑うだけだった。だって、こんなのどう考えても作り物じゃないですか。ほら、パワーストーン的な？そう言うと、あいつは白い石をつまみ上げ、そのままポケットに入れた。その時どこからか、かすかに鈴の音が聞こえた。チリン、チリン。近くではない。もっと奥の方から風に乗って流れてくるみたいな細くて弱い音だった。でも、それが合図みたいだった。さっきまで止まっていた風が急に木々の間を抜けた。腐った葉と湿った土の匂いが一気に立ち上がって、俺はたまらず、帰ろうと言った。帰り道で俺たちはほとんど喋らなかった。圭介だけが時々、なんかガチっぽくって逆に受けましたね。みたいなことを言っていたが、新一も俺もまともには返さなかった。赤い紐のところへ戻ったとき、木札がさっきと少し違って見えた。最初は墨が滲んでいたはずなのに、その時だけは妙にはっきりと読めた。持ち出すな。俺は足を止める。新一も同じものを見たのか、小さく、おいと声を漏らした。だが圭介は、そんな札は見えていないみたいに、そのまま紐をまたいで外へ出た。俺たちも慌てて後を追った。その日の夜、新一から電話が来た。普段は用事がなければ連絡なんてよこさないやつだから、珍しいなぁと思った。出ると開口一番、変なことを聞かれた。お前さっき、圭介の家に行ったか？行くわけがない。解散してからずっと、俺は自分の部屋にいた。いや、行ってないけど。そう答えると、新一は少し黙ってから言った。今、あいつから電話があってさ、玄関の前に、お前が立ってるって言うんだよ。俺は何を言っているのかわからなかった。何を言っているの？と聞くと、新一は妙に早口になった。ドアスコープを覗いたら、お前が下を向いて立ってるって。でも、電話に出てるのはお前だろ？じゃあ、外にいるの誰だって話になってさ。背中が冷えた。ふざけてるんじゃないの？ああ、俺もそう思った。でもあいつ、笑ってなかったんだ。その時新一はさらに妙なことを言った。圭介の部屋の前に立っていた俺は、
しばらく動かなかったらしい。それから玄関のドアを軽く3回叩いて、ボソボソっと何か言ったという。新一はその言葉をそのまま伝えてきた。返せって。翌朝圭介からも連絡が来た。内容はもっと気味が悪かった。夜中の2時頃寝ていたら、胸の上に何か重いものが落ちてきたらしい。驚いて飛び起きて電気をつけると、布団の上に小さな石が3つ並んでいた。どれも庭石みたいな普通の石ではない。土で汚れた白っぽい石で、表面に赤い筋が入っていた。ポケットに入れたはずの石は机の上に置いてあった。だがそれとは別に同じような石が3つ胸の上に乗っていたそうだ。誰かが部屋に入ったんすかね。電話口でそう言っていたが、声は引きつっていた。冗談では済まないとさすがに分かったんだろう。俺はその日、仕事が手につかなかった。新一も同じだったらしく、夜に3人で会うことになった。圭介の顔色はひどかった。一日で人相が変わるなんてあるのかと思うくらい、目の下に濃いクマが落ちていた。会ってすぐ、あいつはスマホを差し出してきた。寝る前に何気なく撮った部屋の写真だという。そこには薄暗いワンルームの床が映っていた。テーブル、テレビ、カーテン、脱ぎ捨てた服、どれも普通だった。だが部屋の隅、カーテンと壁の間に何か白いものが見えた。最初は腕かと思った。細くて、長くて、関節がおかしい。人間の足のようでもあるが、骨張っていて、膝の向きが妙だった。そしてその先に小さな足がある。子供の足より細いのに、指だけが異様に長い。圭介は震える声で言った。これ撮った時、部屋に誰もいなかったんすよ。新一は何も言えなかった。俺も言葉が出なかった。写真の中のそれは、カーテンの向こうから部屋の中を伺っているみたいに見えた。それで結局、その場で決めた。石を返しに行くしかないと。翌日の朝、3人でまた山に向かった。晴れていたのに、山のふもとに近づくにつれて、空だけが灰色に濁っていた。登山口までは問題なく行けた。だが、あの裏道に入ってからがおかしかったんだ。歩いても歩いても赤い紐の場所につかないんだ。同じような杉林が続くばかりで、目印になる倒木も曲がった標識も出てこない。地図アプリは現在地を示しているのに、その点がじわじわと揺れ続けていて、まるで定まらない。1時間近く歩いたところで、圭介が急に立ち止まった。うつむいていた顔を上げたとき、俺は息を飲んだ。あいつの首の右側に赤い線が出ていたんだ。まるで赤い紐で締めたみたいに、一周ぐるりと跡がついていた。さっきから後ろで何か引っ張るんすよ。圭介はそう言った。自分の首を押さえながらかすれた声で続ける。立ち止まると緩むんですよ。でも歩くとまた締まる。もうその時点で引き返すべきだったのかもしれない。でも石を返さなければもっとひどいことになると3人とも半ば思い込んでいた。さらに進むと突然視界が開けた。そこは昨日の場所だった。黒く湿った地面、点々と並ぶ石の塚、そして木と木の間に張られた何本もの赤い紐。俺たちはやっとほっとした。戻れたと、その時は本気でそう思っていた。だが近づいた時、違和感に気づいた。なんと、塚の数が増えていたんだ。昨日見た時より明らかに多い。
しかもそのうちの一つは積み上げられた石が崩れていて、何かが足りないように見えた。圭介がポケットから白い石を取り出した。手が震えていて何度も落としかけた。これ、ここに戻せばいいんですよね。誰に聞くでもなく言って塚の前にしゃがみ込む。そして石を元の位置らしき隙間へと押し込んだ。その瞬間、山のどこかで低く鈴が鳴った。チリンじゃない。もっと大きくて重い音だった。社の本坪鈴を遠くで一度だけ鳴らしたような音。ゴーッと風が吹いた。赤い紐が一斉に揺れる。だがその揺れ方がおかしかった。横風なのに紐だけが前後に震えている。誰かが向こう側から指で弾いているみたいだった。新一が、もう帰るぞと言った。その声に重なるようにすぐ近くで女の声がした。一つ足りないよ。あまりにも自然に聞こえたから一瞬新一が喋ったのかと思った。でも新一は青ざめていて口を閉じたままだった。圭介はその場にへたり込んで辺りを見回している。そして声はもう一度した。一つ足りない。今度ははっきりと塚の向こう側から聞こえた。俺は視線を向ける。石の影に白いものが見えた。人の顔だった。いや、顔というより顔に似せた何かだった。土毛色で目だけが異様に黒い。髪は濡れたように額へ張り付いていて口元が見えない。首から下は塚の向こうに隠れているのに妙に近い。距離感が狂う。そこにいるはずなのに輪郭だけが遠いんだ。圭介が叫んだ。叫びながら立ち上がり後ろへ下がろうとした。その途端、足元の赤い紐が引っかかって転んだ。尻餅ではない。何かに足首をつかまれて引かれたみたいに真後ろへ倒れた。俺と新一で駆け寄ろうとしたが、その前に圭介が喉を押さえてのたうち回り始めた。首の赤い跡が目に見えて深くなっていく。皮膚の下へ細い紐が食い込んでいくみたいだった。苦しい、苦しい。ねえ、取ってくれよ。俺は圭介の首に手をやった。何もない。本当に何もないのに、指先には確かに感触があった。細くて硬い、濡れた糸のようなものが首に幾重にも巻きついている。引っ張ろうとしても指が滑る。新一も一緒に掴んだが、見えないそれは逆に締まっていくばかりだった。その時、足元で石が転がる音がした。見ると、さっき戻したはずの白い石が、塚の隙間から一人でに転がり出てきていた。まるで中から押し返されたみたいに。そして女の声がすぐ耳元で囁いた。一つじゃない。次の瞬間、新一が俺を突き飛ばした。走れと怒鳴る声が聞こえた。俺は反射で立ち上がり、何も考えず赤い紐をまたいで外へ飛び出した。後ろで圭介のあえぐ声と新一の叫び声が混ざっていた。振り返る勇気はなかった。どれだけ走ったのかはわからない。気がつくと俺は登山口近くのベンチに倒れていた。服は泥だらけで、両手の爪の間には黒い土が詰まっていた。そしてしばらくして新一も戻ってきた。でも圭介はいなかった。警察には遭難だと説明をした。山狩りにも出た。だが圭介は見つからなかった。痕跡らしいものは何も出なかった。俺と新一は互いにあの場で見たものをあまり口にしなかった。
話せば本当にあったこととして固まってしまう気がしたからだ。それから1週間後、圭介の遺体が見つかった。でも、見つかったのは山ではなかった。あいつのアパートの部屋だった。鍵のかかった室内で、押し入れの中に座ったまま死んでいたという。発見したのは管理会社の人間だ。失踪後、家族の依頼で部屋を確認したらしい。俺たちは事情聴取でその詳細を聞かされた。圭介の首には細い圧迫痕が何重にも残っていた。ロープでも電気コードでもなく、もっと細い何か。首だけではない。両腕、両足、胸にも同じ跡があった。まるで大量の糸で全身を縛られていたみたいに。なのに、現場からは何も出なかった。縛った道具も、争った形跡もない。それどころか、押し入れの内側の壁には、赤土のついた指で何度も何かを書こうとした跡が残っていた。文字になっていたのは一つだけだった。赤。それだけ。新一はそれを聞いてから目に見えておかしくなった。酒を飲む量が増え、夜になると誰かに電話をかけまくり、意味のわからないことを喋るようになった。3週間ほど経った頃、俺のところへ真夜中に連絡してきた。出るなり、新一は怯えきった声で言った。窓の外に紐がある。何を言っているのかと思った。でもあいつは本気だった。4階だぞ。なのに、窓の外に赤い紐が張ってある。ベランダじゃない。外側だ。何本もしっかりと揺れている。誰かが引いている。俺はすぐに行くと言った。車を飛ばして20分ほどで着いた。新一の部屋の明かりはついていた。だがインターホンを押したが返事がなかった。何度も鳴らして電話もかけた。だが出ない。俺は嫌な予感がして管理人を叩き起こし、合鍵で部屋を開けてもらった。部屋の中はめちゃくちゃだった。カーテンは引きちぎられ、窓際の棚は倒れ、床には塩と酒と何かの灰がぶちまけられていた。新一はベランダの前で座り込んでいた。目を見開いたまま窓の外を指さしている。あれ、見えるだろ。その声で俺も窓の外を見た。だが何もなかった。夜の駐車場と向かいの建物の壁が見えるだけ。赤い紐なんて一本もなかった。そう言うと新一はひくひくと笑った。見えないのかよ。じゃあもうダメだ。その日俺は無理やり新一を連れ出して自分の部屋に泊めた。もうこいつを一人にしてはおけないと思ったんだ。夜中の3時過ぎだったと思う。ふと目が覚めた。寝室の戸が少し開いていて、リビングの暗がりが見える。その向こうで誰かが立っていた。俺は新一だと思った。トイレか水でも飲みに起きたんだろうと。だが次の瞬間、全身の血が冷えた。立っていたのは新一じゃないんだ。細い、異様に細い。足首も膝も腰も人間の形をしているのに全部が骨張って長すぎるんだ。長い髪がだらりと垂れていて顔が見えない。そして両手に何本もの赤い紐を束ねて持っていた。その先が寝室の中、俺の布団の方へと伸びている。動けなかった。叫ぼうとしても声が出なかった。そしてそのままそいつが紐を少し引いた。首が締まった。本当にいきなり締まったんだ。喉の奥が潰れ、息が止まる。何も巻かれていないはずなのに、首の周りに食い込む感覚だけが鮮明にある。俺は必死でもがいて、布団の上を転がった。その弾みで、
枕元のスタンドに手が当たり、明かりがついた。光の中には誰もいなかった。ただ寝室の引き戸が半開きになっていて、その隙間からリビングが見えるだけだった。俺は咳込みながら首に手をやった。暑かった。鏡を見ると皮膚に細い赤い線が一本くっきりとついていた。そして新一はリビングの隅で丸くなっていた。眠っているんではない。膝を抱えてブツブツ何かを言っていた。数が合わない。塚の数が合わない。足りない。まだ足りない。そして翌朝、新一は消えた。玄関の鍵は内側から開いていた。靴も財布もそのままなのに人だけがいなかった。警察に届け出を出しても本気で取り合ってはもらえなかった。大人の失踪なんて珍しくもないからだ。だが3日後、俺の部屋の前に小さな段ボール箱が置かれていた。差出人はない。中には土のついた白い石が5つ入っていた。その下に紙切れが1枚。残り1つ。字は新一のものだった。間違いようがない。大学時代から何度も見てきた癖のある字だった。俺はその足で山へと向かった。もう警察とか神社とか寺とかそういう理屈じゃ間に合わないと思った。終わらせるなら自分で行くしかなかった。山は静かだった。あの日と同じように裏道は薄暗く誰にも会わなかった。赤い紐の結界は今度はすぐに見つかった。まるで向こうから待っていたみたいに。木札には何も書かれていなかった。白く削れた板がぶら下がっているだけだ。俺は箱の中の石を持って中へ入った。塚は増えていた。数えたわけではないが、20どころではなかったと思う。林の奥までずっと小さな石の山が並んでいる。その中に人影があった。新一だった。背中を向けて地面にしゃがみ込んでいる。服は泥だらけで肩がひどく細く見えた。俺が名前を呼ぶとゆっくりと振り向いた。だが顔が新一じゃなくなっていた。目の周りが落ちくぼみ、唇はひび割れ、頬の肉がそげている。何日も飲まず食わずで山をさまよった人間の顔ではない。もっと別のものに近づいた顔だった。それでも口元だけは笑っていた。来ると思ってた。声も新一だった。俺は泣きそうになりながら近づく。でもあいつは手を挙げて止めた。そこから先来るな。何言ってんだよ。帰ろう。石なら返す。全部返してもう終わりにしよう。そう言うと新一は首を横に振った。違うんだよ。その一言で空気が変わった。背後の塚の間から何十という気配が立ち上がった。見なくてもわかった。石の一つ一つの下に何かがいる。返すんじゃ足りない。代わりがいるんだ。新一はそう言って自分の胸を指で叩いた。その指先には何本もの赤い紐が絡みついていた。皮膚の下へと食い込んで肉と一緒になっているみたいだった。圭介が持って行ったのは石じゃないんだ。あれ、数なんだよ。ここに積んであるの、墓でも供養塔でもない。逃がさないための数なんだ。意味がわからなかった。だが新一はもう説明をする気もなさそうだった。昔、この山で消えた奴らがいたんだってさ。人か、神か、もう何かわからない奴ら。だから外に出ないように一人につき一つ石を置いたんだ。数を合わせて
ここに縛った。だけどあいつはそれを持って帰った。だから足りなくなった。その時鈴が鳴った。今度はすぐ近くで耳を刺すように高い音だった。塚の間から白い手がいくつも出てきた。痩せ細って土に汚れた指先。その手が石を押しのけ地面をかく。林のあちこちで同じように土が盛り上がった。俺は足がすくんだ。逃げなければと思うのに膝が動かなかった。そして新一は静かに言った。お前はまだ一回だけ助かる。何言ってんだ。俺が数になる。そう言ったあいつは笑った。笑いながら自分の首に巻きついた赤い紐を両手で掴んだ。見る間に首の皮が裂け、血が滲んだ。それでも新一は力を込めた。だから、お前は二度と山に入るな。赤いものをまたぐな。石を拾うな。あと、夜にドアを3回叩かれても、絶対に開けるなよ。やめろ！叫んだ瞬間、周りの塚が一斉に崩れた。石が転がり、白い顔が土の下からいくつも覗いた。目だけが黒い。口元がない。いや、口があるはずの場所に赤い紐が何重にも縫い付けられている。そいつらが音もなくこちらを向いた。新一が最後に何かを言った。でも、それは聞こえなかった。山中で鈴が鳴り始め、木々が揺れ、赤い紐が宙を走る蛇みたいに跳ねたからだ。俺は気がついたとき、結界の外に倒れていた。夕方だった。服のポケットには白い石が一つ入っている。これはどうしても捨てられなかった。捨てようとすると指が動かなくなる。川に投げても翌朝には机の上に戻ってきている。神社に預けようとしてもその日だけはなぜか閉まっている。そしてそれから何年も経った。俺は引っ越しを繰り返す。赤い紐のようなものが視界に入る場所を避けて生きているんだ。祭りも神社の飾りも工事現場の規制テープもダメになった。夜、ドアを3回叩く音がすることがある。出ないようにしている。だけど一度だけ覗き穴を見てしまったことがある。誰もいなかった。なのにドアのすぐ下の隙間から細くて赤い紐が一本だけスルスルと入ってこようとしていた。今あの白い石は透明なケースに入れて机の引き出しの奥にしまってある。鍵もかけている。それでも夜になると中で小さく音がする。コロ、コロコロ。多分まだ終わっていないんだと思う。新一が数になって本当に足りたのかどうか、それすらもわからない。ただ一つだけ確かなことがある。あの山では昔から赤い紐をまたいではいけないと言われていた。理由は単純だ。中に入るためではない。帰ってきたものを家に入れないためだったんだ。あの滝壺には絶対に近づくなと昔から言われている。理由ははっきりとしていて、そこに白い竜がいるからだ。ただの言い伝えではない。実際にあそこに行った人間は戻ってこなくなることがある。見入られた奴は水の底に引かれてそのまま上がってこない。だから地元の人間はあの場所には近づかない。見ようともしない。そういう場所だった。そんな話を知ったのは山に行く少し前だった。俺たちは4人で集まっていて、
その中の一人が面白半分でその話を持ち出した。山の奥にある滝壺で白い竜が見えるらしい。見た奴は連れて行かれる。でも先に誰かを差し出せば助かる。そんな話だった。最初は全員が笑っていた。よくある怖い話の一つだと思っていたし、本気で信じる奴はいなかった。むしろ、そこまで言われるなら見てみたい、という話になった。どうせ何もない。そういう前提で軽いノリで行くことが決まった。4人のうち誰も引き返す気なんて持っていなかった。当日は朝から山に入った。最初は普通の登山道で人もそれなりにいた。だから途中から道を外れて細い山道に入ると一気に空気が変わる。人の気配が消える。音も減る。足音だけがやけに響くようになる。それでもその時はまだ余裕があった。4人で話しながら進んでいたし、怖いというよりは探検に近い感覚だった。しばらく進んだところで、前から一人の年配の男が歩いてきた。地元の人らしく、俺たちの顔を見るとすぐに分かったような顔をした。そしてそのまま短く聞かれた。お前たち、滝の方に行くのか？俺たちは何も隠さずにうなずいた。すると、その男は少し黙ってから低い声で言った。悪いことは言わない。行かない方がいい。その一言だった。理由も何も説明しない。ただそれだけを言って、すぐに通り過ぎていった。その場に一瞬だけ沈黙ができた。でも、すぐに誰かが笑って流した。やっぱりそういう話なんだなって。止められると逆に行きたくなる。そんな軽い空気のまま、俺たちはそのまま進んだ。道はどんどん細くなり、足元も悪くなっていく。木が増えて、空が見えなくなり、昼なのに周りが薄暗くなる。それでも水の音が聞こえてきたことで、目的地が近いと分かった。少し進むと、急に視界が開けた。目の前に大きな滝壺が現れた。水は透き通っているのに、そこだけが異様に暗い。深さはわからなかった。覗き込んでも途中から先が見えなくなる。水面は静かでほとんど揺れていない。風もないのにそこだけ時間が止まっているみたいだった。俺たちは自然と足を止める。誰もすぐには近づかなかった。理由はわからないが、全員が同じことを感じていた。近づいてはいけない。そう思っているのに目だけは離せなかった。その時だった。一人がゆっくりと前に出た。前に出たそいつは何かに惹かれるみたいにまっすぐ水際まで歩いていった。呼び止めようとはしたが声が出ない。ただ見ていることしかできなかった。そしてそいつはそのまま滝壺を覗き込んだ。その瞬間、肩が小さく揺れた。何かを見た。それが分かった。ゆっくりと顔を上げたとき、表情が変わっていた。さっきまで普通に話していたのに、目の焦点が合っていないんだ。何かを見続けている顔だった。そしてそのまま一歩、水の中へと足を入れた。そこでやっと我に返って全員で止めに入った。腕を掴んで引き戻そうとする。だが異様に重い。抵抗しているわけでもないのに体がびくともしないんだ。それでも無理やり引いた。その時、そいつが口を開いた。見てる。小さくそう言った。何をとは聞けなかった。聞かなくても分かったんだ。その視線の先に何かがいる。次の瞬間、足元の水面がわずかに揺れた。
風もないのに水だけが動いた。その奥、底の見えない暗い部分から白いものが浮かび上がってくる。ゆっくりと形を作りながら上がってくる。長い、細くてしなやかで、はっきりとした輪郭を持っている。それは、あの噂の白い竜だった。水の中にいるはずなのに、その動きは水の抵抗を受けていない。そのまままっすぐとこちらに向かってくる。その時そいつが急に暴れ出した。引き戻していた腕を振りほどき、もう一度前に出ようとする。行かなきゃ。そう言いながら必死に水の方へと進もうとする。止めようとしても止まらない。その時、後ろから別のやつが叫んだ。押せ！意味は分かっていた。あの話の通りなら、先に誰かを差し出せば助かる。誰も言葉にはしなかったが、全員が同じことを考えていた。一瞬だけ目が合う。そして次の瞬間、誰かが背中を押した。押されたそいつは、そのままバランスを崩して水の中へと落ちた。音は小さかった。水面が一瞬だけ揺れて、すぐに元に戻る。白い竜の影がその下で動いた。そして何もなくなった。沈んだんだ。上がってこない。そこにいたはずの人間が完全に消えたんだ。その場所に3人だけが残った。3人になった瞬間、空気が変わった。さっきまでの騒ぎは嘘みたいに静かになる。滝の音だけがやけに大きく聞こえて、他の音が全部消えていた。誰も口を開かない。でも全員わかっていた。今起きたことが何なのか。そして次に何が起きるのか。視線だけが動く。お互いの顔を見てすぐにそらす。さっきまで一緒にいたはずなのに、もう同じ側にはいない。その時残っていた一人がふらっと前に出た。さっきと同じだ。止めないといけないのに体が動かない。そのまま水際まで歩いていく。そしてまた覗き込んだ。肩が揺れる。同じ反応だった。見てる。今度ははっきりと聞こえた。その声を聞いた瞬間、もう一人と目が合った。言葉なんていらなかった。次の瞬間、二人同時に動いた。前にいる奴の背中を押したんだ。俺たちに迷いはなかった。押された体はそのまま前に崩れ、水の中へと消えた。また同じだった。水面が少し揺れて、すぐに静かになる。何も残らない。声も、気配も、全部消える。白い影だけがそこでゆっくりと動いている。気づけば二人になっていた。さっきまで4人だったのに、もう半分だ。それでもまだ安心はできない。むしろ、ここからが本番だと分かっていた。隣にいる奴も同じことを考えている。次はどっちだ。そういう空気がはっきりと伝わってくる。その時そいつが急に笑った。小さく乾いた笑いだった。やっぱりそうなるよな。そう言った。その言葉の意味を理解する前に体が勝手に動いた。先に動いた方が助かる。その考えしかなかった。俺はそいつの腕を掴んだ。そいつも同じだった。お互いに掴み合う。お互いに掴み合って引きずり合う。足場は悪く、少しでもバランスを崩せば終わる。そのままもつれ合いながら水際まで近づいていく。どっちかが落ちる。それだけの状態だった。その時足元が滑った。どちらが先だったのかわからない。一瞬の崩れで、そいつの体が前に傾いた。
俺はそのまま手を離した。そしてそいつはそのまま水の中へと落ちた。音もなく消える。そして白い影がすぐ下で動いた。そして完全にいなくなった。残ったのは俺一人だけだった。一人になった瞬間、さっきまでの緊張が一気に抜けた。膝から力が抜けてその場にへたり込む。助かった。その言葉が頭に浮かんだ。あの話の通りならもう大丈夫なはずだ。先に差し出せば助かる。その条件は満たしている。だからここから離れれば終わる。そう思った。だが足は動かなかった。さっきとは違う理由だった。引き止められている。目に見えない何かに意識ごと引っ張られている感覚がある。視線が勝手に滝壺へと向く。見てはいけないのに目が外れなかった。水面は相変わらず静かで何も変わっていないように見える。だがその奥に何かがいる。わかる。そこの見えない暗さの中で白いものがゆっくりと動いている。さっきまでと同じようにこちらへと上がってくる。長い体が形を作りながら浮かび上がった。白い竜だった。だが今度は水の中ではない。水面のすぐ下で止まっている。顔の位置がはっきりとわかり、その視線がまっすぐこちらに向いていた。逃げないといけないのに体は動かなかった。そしてそのまま頭の中に声が響いた。よくやった。低く静かな声だった。耳からではない。直接頭の中に入ってくる。助かったと思ったか。次の言葉で理解した。あれは選ばせていただけだった。差し出すかどうか、裏切るかどうか。竜は全部見ていた。そしてその結果で誰を最後にするのかを決めていた。そしてその瞬間、俺の足が前に出る。自分の意志ではない。体が勝手に動くんだ。一歩水に近づく。止めようとしても止まらない。もう一歩。水面がすぐ目の前にある。やめろ。そう言いたいのに声に出せなかった。体だけが前に進む。そしてそのまま足が水に入った。不思議と冷たさは感じない。ただ惹かれている。ゆっくりと下に。そして最後に見えたのは水面に浮かぶ自分の顔だった。次の瞬間、その顔が崩れた。泡になって弾けるように。後には何も残らなかった。水面はまた静かに戻り、最初から誰もいなかったみたいに、ただの滝壺に戻っていた。あそこには近づくな。差し出しても意味はない。最後に残ったやつが一番奥まで連れて行かれるんだ。これは大学生の頃の話だ。俺は友人と二人で山へキャンプに行ったことがある。場所は地元でも有名な山だった。登山客も多く、昼間は普通のハイキングコースになっている。ただ一つだけ変な場所があった。山の奥に立ち入り禁止の林がある。木の柵が作られていて、赤い看板が立っていた。そしてそこにはこう書かれていた。この先、禁足地。理由は書いていない。ただ入るなとだけ書かれている。その看板の前で地元の管理人らしい老人に会った。老人は俺たちを見るとすぐに言った。この先には絶対に行くなよ。
笑いながら言ったわけではない本気の顔だった。そして友人が冗談で聞いた。なんでです？老人は少し黙ってから言った。昔から入ってはいけないって決まっているんだ。それだけだった。理由は言わない。俺たちはそのまま山を登った。昼の山は普通だった。鳥の声が聞こえるし、空気も気持ちいい。ただ夕方になると雰囲気が変わる。急に静かになるんだ。風も止まる。山全体が息を止めているみたいだった。そして俺たちは山の途中の広場にテントを張った。焚き火をして飯を食って夜になる。その時友人が言った。なあ、さっきの金属地、ちょっと見に行かねえか。夜の山は真っ暗だった。ライトがないと何も見えない。でも看板の場所は近かった。俺は少し迷う。昼に会った老人の顔が頭に浮かぶんだ。でも友人は笑った。ちょっと見るだけだよ。柵の中に入らなきゃいいんだろ。結局俺たちはライトを持って歩き出した。夜の山道は昼とは別の場所みたいだった。足音だけが響く。やがてあの看板の場所に着いた。赤い看板。その奥に木の柵。ライトで照らすと林の中は真っ暗だった。奥が見えない。友人が言った。なんもないじゃん。その時だった。林の奥で白いものが動いた。人の形。木の間に白い影が立っていた。しかもこっちを見ている。林の奥に立っていた白い影は動かなかった。ライトの光が届く距離ではない。それでも人の形だと分かった。背が高くて細い。白いものが体にまとわりついている。服なのか、布なのか、それとも別のものなのか、はっきりとは見えなかった。友人が小さく言った。あれって、人？俺は答えなかった。なんとなく声を出してはいけない気がしたんだ。白い影はこちらをじっと見ている。動かない。ただそこに立っている。友人が笑った。なんだよ。誰かいるだけじゃん。そう言って柵の近くまで歩いた。俺は慌てて言う。やめとけって。でも友人は止まらなかった。柵の前に立ってライトを林の奥へと向けた。その瞬間白い影が少しだけ近づいた。一歩だけ。でもはっきりと分かった。距離が縮まっている。友人もそれに気づいて笑いが止まった。今、動いたよな。俺は何も言えなかった。その時だった。林の奥から風もないのに葉が揺れた。ざわ、ざわっと音が広がる。最初は一箇所。でもすぐに気づいた。一つではない。林の奥のあちこちで同じ音がしている。ライトを動かす。木の間の暗闇、その奥に白いものがいくつも見えた。一つだけではなかった。二つ、三つ、四つ。白い影が何体も立っていた。全部こっちを見ている。友人が息を飲んだ。その瞬間、白い影の一つがゆっくりと腕を上げた。細い腕、白い腕、そして林の奥を指さした。まるで、俺たちに入れ、そう言っているみたいだった。その時俺の後ろから声がした。低い声で。入っちゃダメだ。振り向くと昼に会ったあの老人が立っていた。いつの間に来たのか全く気配がなかった。
老人は俺たちの横を通り、柵の前に立った。林の奥を見たまま低い声で言う。見たのか？友人が答えた。白いのが。その瞬間、老人の顔が歪んだ。怒った顔ではない。もっと嫌なものを見た時の顔だった。老人はすぐに言った。帰れ。今すぐ山を降りろ。友人が聞いた。いや、あれ何なんですか？老人は林を見たまま言った。昔からいるんだ。それだけだった。俺は聞いてみた。あれって人なんですか？老人は首を振る。いや、あれは人ではない。そしてゆっくりと言った。昔な、この山には村があったんだ。山の奥の小さな集落、今はもうない。理由は誰も言わない。ただある日を境に人がいなくなった。村の後を調べに入った人が一人だけ戻ってきた。その人は言ったらしい。白いものが立っていた。家の前、道の上、山の中。全部の場所に白い影が立っていたそうだ。しかも全部こっちを見ていた。それを聞いた村はその場所を閉じた。誰も入らないように柵を作った。そして老人は小さく言った。だから禁足地なんだ。その時だった。林の奥から葉を踏む音が聞こえた。ザッ、ザッ。白い影が動いている。一体だけではない。何体も。ゆっくりと柵の方へと歩いてきている。白い影は止まらない。木の間を抜けて少しずつ近づいてくる。ライトを向けるとはっきりと見えた。白い布のようなものが体に巻きついている。顔は見えない。でも首の角度だけでわかる。全部俺たちを見ているんだ。老人が言った。目を合わせるな。動くぞ。その直後だった。一番前にいた白い影が柵のすぐ手前まで来た。そしてゆっくり腕を上げる。細い指。その指が柵の隙間を掴んだ。木の柵がミシッと音を立てる。老人がとっさに叫んだ。走れ！老人の声を聞いた瞬間、俺たちは走り出した。山道をとにかく下へと走る。暗い。ライトの光だけが地面を照らしていた。後ろなんかを見る余裕はない。でも足音だけは聞こえていた。ザッ、ザッ、ザッ。俺たちのものではない。もっと多い山の中を何人も走っている音。友人が叫んだ。やべえぞ、来てる！俺は振り向かなかった。振り向いたら終わる気がしたんだ。枝が頭に当たり、石につまずきそうになる。それでも走った。やがて山道の入り口の明かりが見えた。そこは駐車場だった。街灯の白い光が見えた瞬間、後ろの足音が止まった。急に静かになったんだ。俺たちはそのまま車まで走った。ドアを開け、すぐにエンジンをかける。車が動き出したその時、友人が小さく言った。なあ、あれ、見てみろ。バックミラーを見た。山道の入り口、そこに白い影が並んでいたんだ。何体も。しかも動いていない。ただ山の境目に立っていた。街灯の光の外、暗闇の中に白い影が並んでいる。全部こっちを見ていた。俺はアクセルを踏む。そのまま一気に山を降りた。
それから二度とその山には行っていない。ただ数年後に聞いた話がある。あの山の禁足地、柵が壊れていたらしい。誰かが中に入った形跡があった。警察も来た。でも中には誰もいなかったそうだ。ただ一つ変なものが見つかったらしい。林の奥の地面に白い布が何枚も落ちていたそうだ。それは古い布だった。その布には小さく字が書かれてあった。全部人の名前だった。そしてその名前の中に俺の友人の名前が一枚だけ混じっていたんだ。これは俺の祖父の父。俺にとってはひいじいちゃんになるのかな。その人が体験した話だそうです。時代は大正。かなり昔の話ですね。ひいじいちゃんの名前を仮に正雄としておきます。正雄は狩りが趣味だったそうです。暇さえあれば山へと入り、イノシシやノウサギ、キジなんかを取っていたらしい。猟銃の腕も相当な名人だったそうで、狩り仲間の間ではちょっとした有名人だったとか。でも山って不思議なことが起こる場所でもありますよね。俺のじいちゃんも正雄からいろんな妙な話を聞いていたそうです。今日はその中でも一番怖かったという話をします。その日はカラッと晴れた五月晴れでした。正雄は猟銃を担いで愛犬のタケルと一緒にいつもの山へと入っていました。ちなみにタケルは秋田県です。正雄は山狩りの経験が長く、一人で山へ入ることも多かったらしい。山の中には自分で建てた山小屋までありました。取った獲物をそこで料理して酒を飲む。それが何よりの楽しみだったそうです。その日も早朝から狩りを始めていました。ですが、獲物は全く取れませんでした。気がつけば夕方。山の中は少しずつ薄暗くなっていました。正雄は、あと1時間くらい頑張ってみるか。そう思い、狩りを続けることにしたそうです。それから30分ほど経った時でした。今日の獲物はもう諦めかけていた。その時。突然目の前に立派なイノシシが現れたんです。しかも子連れでした。正雄は狙いを定め、弾を撃とうとします。ですが、突然現れた人間に驚いたのか、イノシシは急反転し、そのまま山道を駆け上がっていきました。正雄は一発撃ちましたが、外れたようです。すると、愛犬のタケルが真っ先に追いかけていきました。正雄もそれに続き、険しい山道を駆け上がりました。15分ほど追跡したでしょうか。とうとう、イノシシの親子を見失ってしまいました。しかも、タケルともはぐれてしまった。途方に暮れていたその時、遠くからタケルの吠える声が聞こえてきました。正雄はその声を頼りに山道を走りました。そして、さらに10分ほど走った先、タケルはそこにいました。深い茂みに向かって激しく吠えています。そこは左右に巨大な松の木がそびえていて、まるで何かの入り口のようにも見えるような場所でした。そして正雄はそこをよく知っていたそうです。そこは狩り仲間、いや、その土地に住む人間すべてが暗黙の了解として避けていた場所。
絶対に入ってはいけない場所でした。正雄は幼い頃から何度も聞かされていたそうです。あそこは山の神さんがおるでな。うかつに入ったら食われてしまうど。と。ですが、なぜかその禁断の場所よりさらに奥へ進むと、獲物が面白いように取れるらしいんです。ただ、掟を破ってそこに入った漁師は、昔から行方不明になるものが後を絶たなかったそうです。それでも、タケルはその茂みに向かって激しく吠えています。あのイノシシの親子が近くにいるのは間違いありません。そして、正雄は誘惑に負け、禁断の地へと足を踏み入れてしまいました。時刻は午後5時を過ぎていました。まだなんとか周囲は見渡せます。ですが、狩りをするには危険な暗さでした。さっきまで吠えていたタケルも、いつの間にか静かになっています。正雄は、さすがにもう諦めるかな。そう思ったそうです。その時でした。突然タケルが再び猛然と吠え始めたんです。そしてそのまま駆け出した。正雄も慌てて追いかけます。50メートルほど走ったところで、タケルが低くうなりながら腰を落とし、威嚇の体勢をとっていました。とうとう見つけたか。正雄はそう思い、前方を見ました。そこは少し開けた広場のようになっていました。そしてその中央に黒い影がうずくまっていたんです。ぐちゃ、ぐちゃ、と何かを咀嚼するような音。それと同時に凄まじい獣臭が辺りに漂っていました。正雄は唾を飲み込みました。そして地面に片膝をつき、猟銃を構えました。ですが、正雄はすぐに違和感を覚えたそうです。イノシシじゃないな。そう判断しました。イノシシにしては体が細すぎる。しかも体毛もほとんど生えていない。狼か？一瞬そう思ったそうですが、この山に狼がいるなんて聞いたことも見たこともありません。よく見ると、それは地面に横たわったさっきのイノシシの子供を食べていたんです。獲物を横取りされた。そう感じた正雄は、それへ銃口を向けました。そして、引き金を引こうとした。ですが、指が動かない。それどころか、体全体がまるで金縛りにあったように動かなかったそうです。ただ奥歯だけが恐怖でガチガチと鳴っていた。その時それが正雄の気配に気づいたのか、食事をやめ、ゆっくりとこちらへ顔を向けたんです。正雄はその瞬間、全身の血が凍ったそうです。どう見てもそれは人間の顔だった。しかも2、3歳くらいの赤子の顔。体長は150センチほど。豹のような細い体、薄い体毛。そして顔だけが人間の赤ん坊。わかりやすく言えば、豹の体に赤子の顔。そんな化け物だったそうです。正雄は思わず、化け物だ、とつぶやいたそうです。それは、イノシシの血でギトギトになった口を、長い舌で舐め回しながら、ゆっくりと正雄へと近づいてきました。正雄は思いました。殺される。その瞬間でした。タケルがそれに飛びかかったんです。タケルはそいつの右前足に食らいつき、激しく首を振っています。それは人間の赤子そっくりの声で泣きながら、
左足でタケルの鼻先を引っかいていました。しばらく唖然としていた正雄ですが、その時、ふと我に返ったそうです。気づけば体が動く。正雄はすぐに猟銃を撃ちました。ですが、不発。そんなバカな。正雄は猟銃の手入れを欠かしたことなんて一度もありませんでした。今日だって山へ入る前に確認したばっかりです。もう一度引き金を引く。不発。その間にもそれはタケルの首筋に噛みついていた。タケルが悲鳴のような鳴き声を上げました。正雄は無我夢中でした。腰に刺していた大型の山刀を引き抜き、それを背中へ切りつけたんです。するとそれは、まるで発情期の猫みたいな声で泣いたんです。ですが、それでもタケルから離れなかった。正雄はもう一度山刀を振りかぶり、それの尻尾を切断したんです。その瞬間それは、そう叫びながら森のさらに奥、深い茂みの中へと消えていきました。正雄はしばらく唖然と立ち尽くしていたそうです。ですが、タケルのはっはっはっという苦しそうな息遣いを聞いて我に返りました。タケルの首筋には人間の歯型そっくりの噛み跡が残っていたそうです。血は出ていましたが、幸い傷はそこまで深くなかった。正雄は消毒薬と布で応急処置をしてやりました。なんとか自力で歩ける状態だったそうです。ですが、こんな場所でもたもたしていたら、またあの化け物が戻ってくるかもしれない。正雄はタケルと共に急いで山道を降り始めました。やがて正雄の山小屋が見えてきました。ここまで来れば村まで30分とかからない。そこで正雄はようやく少し安心したそうです。そしてそのまま足早に村へと向かいました。ですが、山小屋から下って15分ほど経った頃、正雄は妙な感覚を覚えたそうです。変だな。同じ道をぐるぐる回っているような気がする。でもこの山は正雄が幼い頃から遊び回っていた山です。道に迷うなんてまずありえない。それでも言いようのない不安に襲われた正雄はさらに足を速めました。そしてさらに15分ほど歩いたとき、正雄は思わず立ち止まったそうです。そんなバカな。目の前にさっきの山小屋があったんです。正雄は混乱しました。ですが、あまりの出来事に気が動転して道を間違えたんだろう。そう考え、もう一度いつもの道を降り始めました。ですが、すぐに絶望したそうです。どうしても何度歩いても山小屋へと戻ってきてしまう。タケルの息も荒い。首に巻いた布からは血が滲んでいました。正雄は気が進みませんでしたが、その日は山小屋に泊まることを決めたそうです。山小屋の中へ入った時には、すでに午後8時を過ぎていました。すると突然、安心感と疲労感と空腹感が一気に押し寄せてきました。正雄はその場に大の字になって寝っ転がりました。そしてさっき遭遇したあれのことを考えていたそうです。やっぱりあれは山の神さんだったんじゃろか。
そう思った瞬間、体の震えが止まらなくなった。正雄は気づけ代わりに山小屋へ置いてあった焼酎を飲み始めました。保存食のイノシシの燻製もありましたが、ほとんど喉を通らなかったそうです。タケルへ分けてやると嬉しそうに食べていたと言います。正雄は思いました。今日は眠れねえな。そして猟銃を脇へ置き、寝ずの番をすることに決めたそうです。ガリガリ、ガリガリ。何かを引っかくような音で、正雄は目を覚ましました。疲労と酒のせいで、いつの間にか眠ってしまっていたようです。時計を見ると、午前1時過ぎ。ガリガリ、ガリガリ。その音は山小屋の屋根から聞こえてきました。タケルも目を覚ましたようで、低くうなっています。正雄も無意識に猟銃を手に取っていました。まさか、あいつが来たんじゃなかろうか。そう思ったそうです。ですが、外へ出て確かめる勇気はない。正雄は猟銃を握りしめたまま、ただ天井を睨み続けていました。それから10分ほど、屋根を爪で引っかくような音が続き、やがてピタリと止んだそうです。正雄にとっては永遠みたいに長い時間だったと言っていました。音が止んだ後も正雄は天井を見続けていました。すると今度は、ボソボソと人間がつぶやくような声が聞こえてきたんです。正雄は恐怖で震えながら耳を澄ませました。その瞬間、タケルが突然凄まじい勢いで吠え始めたんです。そして何かが山小屋の屋根の上を走るような音がしました。その直後、ドン！何か重いものが地面に飛び降りた音。タケルは今度は山小屋の入り口へ向かって吠え続けていました。すると、ガリガリ、ガリガリ。今度は入り口の扉を何かが引っかいている音が聞こえてきたんです。タケルは尻尾を丸め、後ずさりしながらも必死に吠え続けていました。正雄は恐怖のあまり叫びました。誰だ？猟銃を扉へ向けて構える。すると引っかく音がピタリと止みました。そして扉のすぐ向こう側からはっきりと人間の子供のような声が聞こえてきたんです。シーポシーその瞬間正雄は確信したそうです。あいつだ。恐怖で奥歯がガチガチ鳴る。正雄は震えながら叫びました。何の用だ？タケルはまだ吠え続けています。すると扉の向こうから、シーポシーポ私の尻尾を返しておくれ。それははっきりと人間の言葉でそう言ったんです。正雄はたまらず扉へ向かって散弾銃を撃ちました。すると扉の向こうからという奇妙な叫び声が聞こえてきたそうです。正雄は続けざまに2発、3発と撃ち込みました。そして散弾銃で開いた扉の穴から真っ赤に血走った目が覗いていたんです。シーポシー
私の尻尾を返しておくれ。幼い子供そっくりの声で、それは繰り返しました。マサオは叫びました。尻尾なんて知らん。帰れ。さらに引き金を引こうとする。ですが、また体が動かない。それは、まるで壊れたテープレコーダーみたいに、同じ言葉だけを繰り返しました。しーおしーお私の尻尾を返しておくれ。知らん。あっちへ行ってくれ。しーおしーお私の尻尾を返しておくれ。再び、ガリガリ、ガリガリ、と、扉を引っかこうと。そして扉の穴から、怒り狂ったような赤い目が、じっとマサオを見ていました。タケルも、もう吠えることをやめていました。尻尾を丸め、縮こまっていたそうです。マサオは、動かない体のまま絶叫しました。俺じゃない。お前の尻尾なんて知らねえ。あっちへ行け。するとそれは、今までとは違う声で、怒鳴るように叫んだんです。いや、お前が切ったんだ。その瞬間、パキンと扉が破られました。マサオの記憶は、そこから先は途切れ途切れになっているそうです。扉を破って現れた幼児の顔。怒りで血走った目。鋭い前足の爪。そして自分の顔に走った焼けるような痛み。それへ飛びかかるタケル。無我夢中で散弾銃を撃つ自分。マサオが気づいたとき、そこは村の病院のベッドの上だったそうです。3日間、昏睡状態だったと言います。マサオの怪我はかなりひどいものでした。左頬には獣に引き裂かれたような裂傷。左足は骨折。さらに全身に擦り傷が残っていたそうです。ですがマサオは村人たちには、熊に襲われたんだ。とだけ話しました。けれど村の人間たちはなんとなく察していたらしいんです。マサオがあの場所へと入ったことを。それから次第にマサオは村八部のような扱いを受けるようになっていったそうです。やがてマサオは東京へ移り住みました。そこで結婚し、俺の祖父が生まれたそうです。ちなみにこの話は、マサオが肺がんで亡くなる3日前、祖父へ自分の口から話して聞かせたものなんだそうです。場所については、和歌山県のとある森深い山中、とだけ言っていたそうです。それと、最後に愛犬のタケルですが、タケルはまるでマサオを守るように、マサオの上を覆いかぶさる形で亡くなっていたそうです。肉も骨もほとんど傷のない綺麗な状態だった。だけどなぜか内臓だけが一つ残らず綺麗になくなっていたそうです。あれは俺が20歳だった頃の話だ。大学の夏休み、昼間はバカみたいに暑いくせに、夜になると山の空気だけが妙に冷える。そんな時期だった。その日、俺たちはいつものようにコンビニの駐車場に集まっていた。で、今日はどこ行くんだよ。
俺が缶コーヒーを開けながらそう言うと、助手席に座っていた工藤がニヤッと笑った。山。ざっくりしすぎだろ。ただの山じゃねえんだ。出る山なんだ。運転席でスマホをいじっていた遠藤がだるそうに口を開く。ああ、また始まった。いやいや、今回はマジなんだって。かなりやばい。工藤はスマホの画面を俺たちに向けてきた。そこには古い白黒写真が写っていた。木造の家、和服姿の村人。全員妙に無表情だった。どここれ？大正時代に廃村になった村。よくそんな場所見つけてこれるな。今回は結構調べたんだよ俺。工藤は嬉しそうに笑う。昔この村で村人同士の殺し合いみたいな事件があったらしいんだ。殺し合い？ああ、でも理由はよくわかってない。食糧難だったとか、宗教絡みだったとか、いろいろあるんだけど、とにかく最後はほとんど全員死んだらしいんだ。うわぁ。で、その後村ごと捨てられた。俺は写真を見つめた。古い写真特有の不気味さなのか、全員の顔が妙に暗く見える。まあでもさ、そういう話って全国どこにでもあるよな。ところがどっこい。工藤は人差し指を立てた。この村にはな、まだ続きがあるんだ。遠藤がエンジンをかけながら言う。はいはい、呪われた井戸ね。なんでわかったんだよ。お前の話、だいたい井戸かトンネルだからさ。偏見だろそれ。車が走り出す。街灯が少しずつ減っていき、窓の外が暗くなっていく。工藤は嬉しそうに話を続けた。この村の中心に古い井戸があるらしいんだよ。へえ。で、その井戸の底に隠し部屋があるっていう噂なんだ。隠し部屋？そう。昔死体を隠していたっていう場所なんだ。俺は思わず顔をしかめた。うわぁ。白骨死体がさ、山みたいに積まれてるらしいんだ。それお前、絶対持ってるだろ。いや、実際に行ったっていう話も残ってるんだ。マジで？ただな。工藤はそこで急に声のトーンを落とした。その井戸に入ったやつ、変なことになるらしいんだ。山道へ入ったタイミングだった。車内が少し静かになる。タイヤが砂利を踏む音だけが続く。変なことって？俺が聞く。工藤は窓の外を見ながら言った。井戸の中に入ると自分の声が聞こえるんだって。はぁ？自分の声で上にいるやつに話しかけるらしいんだ。なんだよそれ。しかもな、井戸に入った本人は喋ってないそうなんだ。その時遠藤が小さく眉を寄せた。どういう意味だ？井戸の中でな、金縛りみたいになって動けなくなるんだってさ。そして声も出せない。でもどっからか自分の声だけが聞こえるらしいんだ。へえ。んで、その声が上のやつを呼ぶんだってさ。工藤は少し笑いながらこう言った。おーい、大丈夫だーとか、こっち来てくれよーとか。ありがちだな。
でも、その呼びかけに反応するとダメらしいんだ。なんで？知らん。何か起きるっていう話だけは残ってるんだけどな。雑すぎだろ。だから怖いんだって。工藤は楽しそうだった。でも遠藤だけは少し黙っていた。その話、どこまで調べたんだ？地元の古い掲示板とか、あと、昔この辺りに住んでたっていう人のブログ。暇人だな、お前。褒め言葉だな。やがて、舗装された道路が終わる。車体がガタガタっと揺れ始めた。細い山道、左右の草木が窓をする。すると遠藤が小さく舌打ちをした。道狭すぎんだろ。大丈夫だよ。もうすぐ着く。工藤が前を指した。木々の隙間に黒い影が並んでいる。廃屋だった。崩れかけた木造家屋が山の中に点々と残っている。まるでそこだけ時間が止まっているみたいだった。うわ。俺は思わず声を漏らした。だけど妙だった。山なのに虫の声が少なかった。風も吹いていない。遠藤が車を止め、エンジンを切る。その瞬間、あたりが異様な静けさに包まれた。なんか嫌だな、ここ。俺がそう言うと、工藤はニヤッと笑った。だろ？そして懐中電灯を向ける。草むらの奥、そこには古い井戸があった。井戸の縁からは黒ずんだ太いロープが垂れている。まるで誰かが最近まで使っていたみたいに。井戸を見た瞬間、さっきまで騒いでいた工藤も少しだけ黙った。思ったより雰囲気あんな。懐中電灯の光に照らされた井戸は想像以上に古かった。石積みの縁には苔がびっしり張り付いていて、ところどころ黒く変色している。問題はそのロープだった。井戸の中へ向かって垂れている太い縄。かなり古そうなのに途中が妙に擦れている。それは最近まで誰かが使っていたみたいに。いや、これ誰か来てるだろう。俺が言うと工藤も苦笑いした。だよな。遠藤だけは黙って井戸を見下ろしていた。懐中電灯を向けてもそこは見えない。黒かった。光を飲み込んでいるみたいに。深いなあ。遠藤がボソッと言う。その時だった。どこか遠くで、カーとカラスの鳴く声がした。俺はなんとなく肩をすくめる。うわぁ、ベタだな。カラスってさ、こういう時だけ空気読むよな。工藤は笑いながら井戸の縁を軽く蹴った。コンと乾いた音が響く。で、遠藤が言った。誰が行くんだ？その空気で俺と工藤は同時に遠藤を見た。いや、俺は行かねえぞ。遠藤が即座に首を振った。なんで俺なんだよ。運転手だから？関係ねえだろ。一番冷静じゃん。だからって、井戸降りる理由にはならねえよ。すると工藤がニヤニヤしながら言った。んじゃあ、公平に決めるか。嫌な予感しかしねえ。じゃんけん。
三人同時に手を出した。結果、しゃあ！俺が勝った。遠藤も勝った。そして、はあ、なんで俺なんだよ。工藤だけが負けた。語り部から死ぬんだよ。遠藤が真顔で言う。縁起悪いよ。ほら、行けよ。工藤はブツブツ文句を言いながらもロープを握った。だが降りる直前、急に真顔になった。なあ。俺と遠藤を見る。さっきの話、覚えてるよな。自分の声がどうとかってやつ？ああ、そうそう。工藤は井戸の中を見下ろした。もし、下から俺の声がしても、絶対に反応すんなよ。はいはい。いや、マジだからな。工藤の声は妙に真剣だった。呼ばれても来んなよ。遠藤だけはふざけずにうなずいた。ああ、わかった。工藤は少し安心したみたいに笑った。まあ、どうせなんもねえと思うけどさ。そう言ってロープをつかむ。ギシッと縄がきしんだ。うわ、怖っ。落ちんなよ。お前ら、もし俺が死んだら、ちゃんと警察呼んでくれよ。気分次第。この白状者。工藤はそう叫びながら、少しずつ井戸の中へと降りていった。懐中電灯の光が、下へと小さくなっていく。おー、結構深えぞこれ。工藤の声が反響してきた。滑る滑る。知らねえよ。やがて、工藤の姿は完全に闇に飲まれた。声だけが聞こえる。うわ、くっさ。大丈夫か？多分な。その声が妙に遠い。井戸の底ってこんなに深かったか？俺はなんとなく縁から中を覗き込んだ。暗い懐中電灯の光だけがかすかに見える。すると、あ！下から工藤の声。なんかある。ガサッと何かをする音。横穴？その瞬間だった。ぷつりと工藤の声が止まった。井戸の中が静かになる。工藤？返事はない。遠藤も黙っている。妙に嫌な沈黙だった。数秒、いや、1分くらいだったかもしれない。時間の感覚が変だった。そして突然、おーい！工藤の声が響いた。俺は少しほっとした。なんだよ、びっくりさせんなって。だが、次の瞬間、遠藤がゆっくりとこっちを見た。今の、聞いたか？え？声。いや、工藤だろ。遠藤は迷いを捨ていた。その顔を見て、俺も少し不安になる。するとまた、下から工藤の声。大丈夫だ。やっぱなんもなかったぞ。なんだろう。普通の工藤の声だ。いつもの喋り方。なのに、どこか妙だった。感情が薄いというか、妙に平坦だった。遠藤が井戸を見下ろしたまま言った。桐谷。ん？
あいつ、なんて言って降りた？え？降りる前。俺は少し考える。そして背筋が冷えた。もし下から俺の声がしても絶対に反応すんなよ。工藤はそう言ってたよな。その時、また下から声がした。おーい、見てほしいもんがあんだ。ちょっと下来てくれよ。すると遠藤が小さく舌打ちをした。やっぱりか。俺は急に喉が渇いた。なあ。桐谷。遠藤は井戸から目を離さないままこう言った。あれ、本当に工藤だと思うか？遠藤のその一言で井戸の周りの空気が一気に冷えた気がした。俺は思わず井戸の中を覗き込んだ。真っ暗だった。懐中電灯の光すら見えないんだ。なのに声だけは聞こえる。おーい、早く来いって。工藤の声。聞き慣れた声。でも妙だった。笑ってるみたいなのに感情がないんだ。人間が工藤の真似をしているみたいな声だったんだ。いや、でもさ、工藤だろ？俺がそう言うと、遠藤は小さく首を振った。違うと思うぞ。なんでわかるんだよ。あいつ言ったよな。遠藤は井戸を見たまま言う。あいつ、何があっても下から呼ばねえって言ったよな。その瞬間、井戸の底からまた声が響いた。なあ、早く来いよ。今度は少しだけ声が近かった。ゾワッと鳥肌が立つ。まるで少しずつ上がってきているみたいだった。俺は思わず一歩下がった。すると遠藤が深いため息を吐いた。はぁ。そしてリュックを下ろした。ごそごそっと中を探り、小さなガラス瓶を取り出した。親指くらいの大きさの瓶。中には透明な液体が入っている。遠藤は俺の声を無視した。そのまま瓶を握り、低い声で何かを唱え始めた。それは聞いたことのない言葉だったんだ。呪文みたいな、祝詞みたいな。抑揚の少ない声が静かな背奏に響いた。俺は完全に固まっていた。何やってんのお前。遠藤は唱え終わると小さく息を吐いた。まあ、黙って見てろ。そう言って井戸の中へと小瓶を落とした。カラン、カラン、カランと瓶が井戸の壁に当たりながら落ちていく音がする。やけに長かった。そしてパリーンと下の方でガラスの割れる音が響いた。直後、と井戸の底から人間とも獣ともつかない絶叫が響いた。俺は反射的に耳を塞いだ。だがその声は耳ではなく頭に響いてくるみたいだった。しかも一つじゃない。何人もの声が混ざっているんだ。男、女、子供。ぐちゃぐちゃに混ざった悲鳴だったんだ。井戸の中から生臭い風が吹き上がってきた。俺はその場に尻餅をついた。
遠藤だけが井戸を睨んでいる。たく。そして呆れたようにつぶやいた。いっぺんあいつは死ねばいいんだよ。俺は震えながら笑った。いや、死んだら戻れないだろう。まあな。今回はほんと運が良かった。え？遠藤は井戸の下を見ながら言った。今の中身な、これ1個しかねえんだよ。は？これはな、親父に持たされてたんだ。出先で何かあったら使えってな。そんな貴重なもん、工藤に使ってよかったのか？すると遠藤がようやく少し笑った。案外お前もやべえやつだな。その時だった。下から弱々しい声が聞こえた。おーい。俺と遠藤が同時に井戸を見る。遠藤。ああ。今度はうなずいた。今度は本物だ。わかるのか？死者の声が混じってねえからな。意味がわからなかった。でも、さっきまでの声とは確かに違った。震えていた。怯えていた。それは生きている人間の声だった。工藤！俺は井戸に向かって叫んだ。無事か？早く引っ張ってくれ！おう！俺と遠藤は急いでロープをつかむ。重かった。下から全力でしがみついているのがわかる。お前、重てえよ。うるせえ！ギシギシとロープがきしむ。そして井戸の縁から工藤の手が見えた。俺たちは一気に引っ張り上げた。うわっ！地面に転がり出た工藤を見て、俺は思わず吹き出した。顔がぐしゃぐしゃだったんだ。涙、汗、鼻水、全部混ざっている。しかも腰が抜けているのか立てていなかった。遠藤。俺は笑いながら言った。やっぱこいつ、工藤じゃないって。遠藤もロープを握ったまま言う。じゃあ落とすか。待ってくれよ。工藤は半泣きだった。こいつは紛れもなく本物だった。間違いない。しばらくして、ようやく呼吸が落ち着いた工藤が水を飲みながら言った。あれ、何だったんだよ。誰も答えなかった。工藤はまだ震えていた。下にな、部屋があったんだよ。マジであったの？ああ。工藤の顔から笑いが消えた。骨がいっぱいあったんだ。どれくらい？わかんねえ。そして工藤は唇を震わせた。山みたいだった。俺は少し黙る。すると工藤が小さな声で続けた。そしたら急にさ、体が動かなくなって。金縛り？多分。声も出ねえし、指一本動かねえの。工藤は自分の喉を押さえた。なのにさ。その時、工藤の顔色が変わった。俺の声が聞こえてきたんだよ。俺と遠藤は黙って聞く。口なんて開いてないのに、どっか後ろの方から、おーいって。
工藤は震えていた。しかもな、その声笑ってたんだ。風が吹いた。廃村の奥で何かきしむ音がする。俺たちは誰も井戸を見なかった。そのまま車へ戻る。その帰り道、工藤は後部座席でずっと黙っていた。珍しかった。遠藤も何も喋らない。山道をタイヤが擦る音だけが続く。やがて街灯のある道へと戻った時だった。後ろの方から工藤が小さく言った。なあ。ん？俺が振り返る。工藤は青い顔をしていた。俺さ、下にいるとき、お前らの声が聞こえてたんだよ。俺は眉を寄せた。は？こっちだって。奥に部屋があるぞって。車内が静まり返る。遠藤だけがバックミラーを見ていた。でもさ、工藤の声が震えた。でもお前らさ、井戸覗いてなかったよな。誰も答えなかった。その時カーナビが突然、ザーッとノイズを鳴らした。そして、おーいって工藤の声がした。